はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回は永久保存版です。数3の積分を完全パターン化していきます。このね、数3積分は数3の範囲の中でも一番分厚くて、手強い範囲ですよね。本当に勉強が必要で、僕もですね、習いたての頃はかなり苦戦しました。でもですね、今回の授業をしっかり聞いてくれれば、もうね、数3の積分の範囲の、例えば教科書とかで問題見てもらったら、かなりね、解けるようになってるはずです。僕自身ですね、このパターンをしっかりと押さえてるんで、大学受験に出てくる積分は、もうぶっちゃけ 100% 解けますね。ぜひ皆さんもこのパターンをしっかりと押さえて積分マスターになってもらえたらいいなと思います。今回ですね、1回数3の積分を一通り学ばれた方にね、向けて、授業をしていくので、いいね、復習にしてもらえたらいいなと思います。それでははじめに全体像から、数3の積分をね、総論、各論に分けて、それぞれ解説していくんですけど、この動画では総論について話していきます。基本形のマスター、塊の発見、そしてよくある形、部分積分と分数関数について解説していきます。まずは基本形のマスターから。基本形っていうのは何かというと、一言で言うと、一発で答えが出るもの。例えば、x のアルファ乗を積分したら一発で出るし、このアルファがね、マイナス1の場合、x 分の1はね、特別にログ x の絶対値というふうに考えるし、e の x 乗はそのまま e の x 乗と、一発でわかりますよね。他には三角関数で言うと、sinx の積分がマイナス cosx、cosx の積分が sinx。で、これね、二つ忘れがちなんですけど、この二つね、コサイン2乗分の1の積分はタンジェント。サイン2乗分の1の積分はマイナスタンジェントになると、これね、急に聞かれた時に、コサイン2乗分の1の積分ってどうやるんだっていう風にね、なってしまわないように。もうこの2つは公式なのでしっかりと特に押さえておきましょう。このね、基本形をまずはしっかりと押さえるということが重要なんですけど、この基本形において重要なことがもう一つあって、これらの x に ax プラス b、同じくね、一次関数ですね、が入っていても余裕で積分できるんだっていうことですね。例えば、5x プラス8分の1を積分するって言ったら、これって x ね、x 分の1の x に 5x プラス8が入ってますよね。これはもう楽勝なんですよ。もう x 分の1が log(x) になるのと同じように 5x プラス8分の1も log5x プラス8の絶対値と。こういう風にやってあげて、ただ、この log5x プラス8を微分すると、このね、5x プラス8分の1だけじゃなくて、中身の微分。ね。この ax プラス b の微分の a がね、出てきちゃうね。この場合で言うと5が出てきちゃう。ということで、5分の1倍をしてあげて、調整してあげてくださいねと。他の例としては、ルート 3x プラス4の積分。これも考えてあげると、これって結局、ルートっていうのは2分の1乗で見れるわけだから、x のアルファ乗のアルファに2分の1が入って、この x に一次関数 3x プラス4が入ってるよっていうふうにわかりますよね。だから 3x プラス4の2分の1乗って見てあげれば、同じようにね、これ考えてあげると、3x プラス4の2分の1乗に1加えるから2分の3乗。その時に、これをね、微分したら2分の3が降りてきちゃうわけだから、3分の2倍してあげますよと。それが、ここの部分でね。でも今回、ね、3x プラス4っていう塊がね、出てきてるわけだから、こいつを微分すると、さらにこの中身の微分の a、3がね、出てきてしまうわけだから、さらに3分の1倍してあげると。なので、9分の2倍のこれ、足す c と。こういう風に積分をすることができるわけです。基本形を押さえて、この x に ax プラス b が入っていても余裕なんだよっていうことを押さえておいてください。で、これね、基本形、ここに1、2、3、4、5、6、7個あげたわけなんですけど、それ以外にもね、押さえておくと便利だよっていう積分があって、例えば、2ルート x 分の1の積分はルート x になる。これはむしろね、ルート x を微分したら2ルート x 分の1。ルート x を微分したら、このルート x が分母に来るんだよっていうことだけ押さえておけば大丈夫かなと思います。あとは、これ覚える必要はないんですけど、log(x) dx。やってるうちにね、覚えるんじゃないかなと思います。x log x マイナス x プラス c と。これはね、部分積分、後でね、説明するものを使えば簡単なんですけど、やっていくうちにね、覚えちゃうものってありますよね。このあたりの基本形も合わせて押さえておくと、後々ね、効いてくるんじゃないかなと思います。
これからね、いろんな難しい積分についてね、話していくんですけど、結局どんな難しい積分もいろんな技を駆使して、この基本形に落とし込んでいくと。そういう作業なので、この基本をね、しっかりと押さえるということは非常に重要なわけです。じゃあ、これはね、押さえたところで、じゃあ実際に難しい積分を見たとき、最初ね、基本形どれにも当てはまらないなっていう風になったとき、まずやってほしいことが、塊を探すということ。このね、塊を探すっていうのが非常に重要。まずやってほしいステップなんですけど、ここでね、つまずいてしまう人が多いんでね、これをしっかりと押さえていきましょう。そこから先は、もう本当にね、簡単なパターンの組み合わせでしかないので、ここが本当に重要。塊を探すっていうのは、やりたいことっていうのは置換積分ですよね。置換積分において意識しなきゃいけないことは3つあって、これが fx、dx。x が a から b までだとして、x を t に変換したい、ね、置換したいっていう風になったとき、3つのポイントを押さえなきゃいけないと。まずは、この fx を変形すると。で、さらに、この dx も変形しなきゃいけなかったんですね。まとめて gt、dt と。この fx だけを、ね、t の関数に置き換えるだけじゃダメで、dx もちゃんと dt に置き換えなきゃいけないんですよと。だから、これがね、1つ、2つと。で、さらに、この範囲 A から B までっていうのを t の範囲に置き換えなきゃいけないと。この3点セットをしっかりと押さえていきましょう。で、このね、dx を dt に置き換える作業なんですけど、今仮に gx イコール t みたいな感じで置いてあげた場合、この両辺を、こっちを x で微分、こっちを t で微分することによって、g'(x)dx イコール dt と。これいわゆる全微分と呼ばれる操作なんですけど、このようにして、g'(x) の dx 倍っていうのが dt と等しいですよっていうふうに求めることができるんですね。この操作ね、一応一般化しておくと、fx イコール gt みたいなね、式があった場合、この左辺を x で微分して dx をかける。右辺を t で微分して、dt をかけると。こういう関係を見つけることができるんですけど、この gx イコール t の場合はこういう風になると。これを使ってあげると、こういう形を見つけたときに、この gx を t っていう風に置いてあげると、t イコール gx なわけだから dt が g'(dx) すなわち、ここの部分が〇〇 dt になると。すなわち、ft dt と。こういう風に置き換えることができるよねと。何がね、大事かというと、gx を塊として置くっていう風に考えたときに、ここにね、1個だけ g'(x) ね、それを微分したものが取り出せてるじゃんと。この形になってるかどうかっていうことを意識するのが重要なわけですね。これね、抽象的すぎて何やってるかわかんないと思うんで、具体例を通して見ていきましょう。例えば、x×e の x2乗 dx と、これね、基本形のどれでもないっていうことをまず押さえた上で、塊ないかなって考えていくと。で、今回、e のなんとか乗っていうのがどっかにあるわけで、e のなんとか乗、ここの部分が x2 乗。ちょっとx 乗と違って、別の関数扱いづらいじゃないですか。こいつを塊として置いてみたらどうなるかなって考えてほしい。そうすると、ね、この塊の微分が1個だけ外に出てますよね。x かけるっていう形で1個だけ取り出せてる。すなわち、これ分かりやすいね、形に、一応書き直してあげると、かける、x2 乗の微分っていうのは 2xdx と。ね、x2 乗の微分が 2x ですよね。で、その2分の1倍と。こういう風に見れるので、この x2 乗を t みたいに置いてあげると、2xdx が dt に変換されて、これっていうのは結局2分の1倍の e の t 乗の積分。それは e の t 乗ですね。e の t 乗。で、t っていうのはもともと x2 乗なわけだから、このように積分することができるというわけですね。同じように、この積分も全く一緒ですよね。これも同じように、x2 乗塊としておいたら、これね、微分したものっていうのは 2x なわけだから、2x が1個ね、出てきてくれれば、残りの部分が x2 乗で表せれば、うまい具合にね、置換積分できるのになっていう風に考えてあげたら、x3 乗のうち 2x の要素を1個取り出してあげると。そうしたらどうなるかって言ったら、残りが x2 乗、2分の1倍ね。x2 乗、e の x2 乗と。で、
あとは 2xdx と、こういう形にね、変形することができて、要は、この x2 乗っていうのを丸々塊としてね、置いてあげたときに、1個だけその微分が出てくると。ね、1個だけ取り出せてるな、こういう関係にあることを見抜いたら、あとは x2 乗ね、t と置いてあげて、2分の1倍の t 乗 dt と。あとはこの積分をしてあげるんですけど、これはね、後で部分積分やってから、解けるようになります。よろしいですかね。あともう1個ぐらい例やっておくと、x 分の log x の2乗 dx と。これもね、楽勝ですよ。まずは、基本形のどれでもないなっていうふうに思ってあげて、これパッとね、式を見た時の印象、インパクトとしては、log x があるのかってなりますよね。log x がね、出てくるなと。で、この時に、なんか塊としておけたらいいなって思うわけなんですけど、これ log x の微分って x 分の1だよなと。あれこれ x 分の1かける log x の2乗なわけだから、log x の微分が1個出てきてるなっていうふうに見えるわけですね。その最初の式の印象っていうのがすごく重要。この式をパッと見て、log x のね、関数が目立つなと。で、log x 微分したら x 分の1、1個あんじゃんってやればもう楽勝ですね。これが、別にこれ書き直す必要はないんですけど、log x2 乗かける x 分の 1dx みたいに見てあげれば、このね、log x を塊として置いてあげると。t というふうに置くと、この x 分の 1dx が dt になるよと。だから t の2乗かける dt で、3分の 1t3 乗。要は3分の1の log x の3乗と。プラス c と。こういうふうに答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。しっかりと式を見た時の印象で、ここの部分塊として置きたいような気がするな。で、じゃあそれ用の微分っていうのを1個取り出してこれるか。ね。1個取り出すっていうのが非常に重要。取り出せればもう勝ちというわけですね。ここでですね、この置換積分をもう少し深めていきましょう。こういうふうに式を見てあげて気づくものもあれば、知らないと解けないものもあるんですね。それを例として3つ挙げていきます。まず1つ目。ルート a2 乗 -x2 乗の形状を含むものと、こういうものっていうのはもうパターンがあるんですね。この時は x イコール a サインシータ。このシータの範囲はマイナス2分の π から2分の π と置くと。もうこれはワンパターン。なぜかというと、これはね、ルート1マイナスサイン2乗シータっていうのが、このルートの中身がね、コサイン2乗シータになるんで、コサインシータと。本当は絶対値なんですけど、このね、マイナス2分の π から2分の π の範囲では、コサインシータっていうのは絶対正なわけだから、このね、絶対値も外れると。こういう理屈なわけですね。これをうまく利用してあげてるんだよっていうことをしっかりと押さえておいてください。例えば、この積分を解きたいっていう風になった場合、これはね、ルート a2 乗 -x2 乗あるなという風になるので、これ、パターンとして x イコール a サインシータ。今回 a1 なので x イコールサインシータと置くと。こういう置換積分をしてあげれば、あとはね、3点セット。このルート 1-x2 乗の部分をシータに置き換えるし、dx もシータに置き換えるし、範囲もシータの範囲に変換すると。そうすると、まず x イコールサインシータっていうことから、dx と d シータの関係が出てきますね。こっちを微分して dx 倍。こっちを微分するとコサインシータの d シータと。こういうふうに全微分することができて、dx をシータに置き換えられる。で、ここの部分をシータに置き換えられると。ルート 1-x2 乗っていうのは1- サイン2乗になって、これと一緒。コサインシータになりますよと。ね、シータはマイナス2分の π から2分の π の範囲だからね。で、dx の部分はコサインシータ d シータと。で、x の範囲が0から1なわけなんだけど、x の範囲が0から1。この時シータの範囲はって言われたら、サインシータが0の時っていうのはシータは0。サインシータが1の時はシータは2分の π と。しつこいようだけど、シータの範囲がこうだからと。なので、シータが0から2分の π っていう風になって、これはね、角論のところの三角関数のね、ところでやるんですけど、コサイン2乗シータ、d シータですね。コサイン2乗シータは、これ半角の公式を使ってあげて、2分の1足すコサインシータと。このように変形してあげて、そうしたら基本形だけですね。2分の1の部分は2分のシータ。で、2分のコサイン2シータのところは、コサインシータっていう基本形があって、そのシータに2シータが入ってるだけだから、楽勝と。こっちの方は4分の1サイン2シータという風になる。
で、これが2分の π0 っていう風になって、これね、2分の π 代入して0代入して引いてあげると答え4分の π という風に求めることができるわけです。よろしいですかね。もうこれね、ルート 1-x2 乗の積分っていうのは一番基本的な形なんですけど、その以外の形になったとしても、ルート a2 乗 -x2 乗の形状はもう x イコール a サインシータって置けば絶対に解けるんで、もうこのね、理屈、ルート 1-sin2 乗シータがコサインシータになるからこういう風に置くんだっていうことだけ押さえておいてください。で、これね、余談なんですけど、ルート a2 乗 -x2 乗の積分。こいつについては実は図形的に解くこともできますよね。っていうのも、ルート a2 乗 -x2 乗っていうのは何かって言ったら、x2 乗プラス y2 乗イコール a2 乗の上半分の関数なんですよね。なので、アルファからベータまで積分するってなったら、アルファからベータまでのこの面積っていう風に図形的に求めても答えを出せるというわけですね。今回の場合、ルート 1-x2 乗っていうのは単位円の上半分。で、0から1まで積分しているので、この四分円になって当然4分の π と。このように求めることもできるわけです。これが一つ目。ルート a2 乗 -x2 乗の形状を含む場合。じゃあ次、二つ目。x2 乗プラス a2 乗の形状を含むもの。このね、x2 乗プラス a2 乗っていうのを見たら、しっかりと反応してほしいものがあるんですね。ここで一個注意なのが、k が1とか2とかだったら、普通に展開してね、積分できますからね。そういう単純じゃない場合、マイナス1とか2分の1とか入る場合の考え方としては、x イコール a タンジェントシータと置いてあげてください。このね、a タンジェントシータって置く理由なんですけど、この x2 乗プラス a2 乗っていうのをこれでね、計算してあげると、a2 乗タンジェント2乗シータになって、a2 乗でくくると a2 乗括弧1足すタンジェント2乗シータと。で、この1足すタンジェント2乗シータって、コサイン2乗シータ分の1ですよね。このように綺麗な形に変形することができると。で、さらに、x イコール a タンジェントシータの場合、dx と d シータの関係、置換積分するから dx と d シータの関係は絶対求めるんだけど、タンジェントシータの微分ってコサイン2乗分の1ですね。なので、コサイン2乗シータ分の ad シータと。こういう形になって、かなり相性がいいわけですね。コサイン2乗分の1っていうのがどっちも出てくるし、これで解きやすくなると。例えば、この積分を求めたい x2 乗プラス4分の 1dx と、これね、x2 乗プラス a2 乗、x2 乗足すなんとかっていう形になってますね。もうこれを見た瞬間、x イコールね、a タンジェントシータ。今回の場合は2タンジェントシータ解けばいいのねと。もうワンパターンですよね。もう超楽勝。x イコール2タンジェントシータと置く。この時どうなるかというと、3点セットですよね。まず、dx について考えてあげると、2タンジェントシータを微分すると、コサイン2乗シータ分の 2d シータと。こういうふうに変換することができて、x2 乗プラス4分の1も楽勝ですね。x の2乗っていうのは4タンジェント2乗シータ。だから4でくくると、1足すタンジェント2乗シータ分の1と。こんな感じで変換できて、dx も d シータにね、置き換えてあげると、コサイン2乗シータ分の 2d シータ。で、3点セット目。これが0と2を変換してあげなきゃいけなくて、x が0から2の時、シータはって言ったら、x が0の時はタンジェントシータが0なわけだから、シータは0と。x が2の時は、タンジェントシータが2で割って1なわけだから、タンジェントが1の時はシータが4分の π と。一応ね、シータの範囲はマイナス2分の π から2分の π というふうに置いてるんで、0から4分の π と。よって、ここのね、範囲が求まって、じゃあ、あとはここの部分整理してあげたいんですけど、この1プラスタンジェント2乗シータっていうのはコサイン2乗分の1なわけですね。そうすると、ここの部分が、この4分の1っていうのを出してあげると、4分の1かける、これがコサイン2乗分の1分の1だから、コサイン2乗シータという風になって、かけるコサイン2乗シータ分の 2d シータになるから、コサイン2乗がね、約分できちゃうね。よって、このね、4と2も約分してあげると、2分の1を0から4分の π まで積分することになるので、2分の1の4分の π 倍で8分の π というふうに求めることができるわけね。よろしいですかね。こんな感じで、x2 乗プラス a2 乗の形状っていうのを見たら、x イコール a タンジェントシータと置いてあげましょう。じゃあラスト。ルートなんとかだったり、サインなんとか
みたいな感じで、ルートの中身が結構ね、いろいろ複雑だったり、サインの中身が複雑だったりする場合に、この中身を丸ごと、あるいは、このルートごとね、ルートの全体を塊としておく場合があると。これはですね、問題に応じてなので、ぶっちゃけ、そういうパターンがあるんだなっていうことをね、頭の片隅に入れといてもらえれば大丈夫です。例えば、こういう積分があった時に、結構ごちゃごちゃやっても、難しいんですね。で、この時、ルートなんとかっていうのがね、出てきてるわけだから、この1プラス2ルート x、これを丸々塊として t と置いてあげよう。あるいは、この全体、ルート1プラス2ルート x っていうものを t と置いてあげようと。こういう発想によって、解くことができるんですね。で、この中身を置くか、外側を置くかっていうのはぶっちゃけどっちでもいいです。っていうか、そもそも置換積分っていうのは、あんまりね、深く考えなくていいんですよ。これを塊として置かなきゃいけないっていう決まりはなくて、こう置いてもいいし、ああ置いてもいいし、最終的には同じことやってるよねっていうふうに落ち着くので、基本的には、例えば教科書の答え見て、いや、こうやって置かなきゃいけなかったのかとか思わずに、割とね、気軽な気持ちで、こう言ってるけど、そういう考え方もあるよね。こう言っても解けるし、ぐらいの感じでね、考えてもらえたらいいかなと思います。じゃあ今回ね、試しに全体を t として置いてみましょう。そうすると、このルート1プラス2ルート x っていうのを t というふうに置くことができるわけなんだけど、当然 dx も dt に置き換えなきゃいけないですね。で、ここで何をするかというと、t イコールルート1プラス2ルート x。ということは、これ微分して、みたいな感じでやってしまうと、うまくいかない。なぜかというと、dt イコール、こっちは、これをね、微分した形、何かしらの関数 fx っていうのが出てきて、dx という風になりますよね。そうすると、この dx っていうものを t でね、置き換えたいのに、この fx っていうものを作ってあげなきゃいけなくなるわけですよ。これちょっと厄介ですよね。これを回避するために何をするかっていうと、t イコールっていう形を x イコールっていう形に変えてあげると。実際ね、やってみるとね、何を言いたいかっていうのはわかると思います。両辺2乗してあげて、移項して2で割って2乗すると、x イコール2分の t2 乗マイナス1の2乗と。こういう形になりますよね。このことから dx イコールdx っていうのは、この t の関数を t で微分して dt っていう風につけることができるので、あとはこいつを微分してあげると、これね、省略するんですけど、t かっこ t2 乗マイナス1っていう風になって、この dt 倍と。なので、このね、dx っていうのをちゃんと t だけの式に置き換えることができるわけね。t かけるこれなわけだから、t2 乗かっこ t2 乗マイナス 1dt と。で、忘れちゃいけないのは、この範囲0から1っていうのも変えなきゃいけない。x が0から1。ね。x が0から1。この時 t はって言われたら、この x0 っていうのをここに入れると、t はルート1たす0だから1だね。で、x が1の時は、ルート1たす2ルート1だからルート3だね。なので、範囲は1からルート3という風になるので、あとは簡単ですね。1からルート3で、これ展開してあげると t4 乗 -t2 乗。ただの整式の計算になるので、あとは省略して5分の4ルート3足す15分の2と、こういうふうに求めることができるわけです。こんな感じで、ルートの中身、あるいは全体をまとめておくと、こういうことによって求める場合もあるんだよってことは押さえておいてください。今までやってきたことっていうのを振り返ると、まずは基本形を押さえる。で、その上で塊を探してあげると。その時に1個取り出しますよっていう話があったんですけど、知らなきゃね、解けない問題もある。それがルート a2 乗マイナス x2 乗だったり、あとは x2 乗プラス a2 乗っていうのを含むものだったり、あるいはルートを丸々置かなきゃいけなかったりと。そういう場合があるということを押さえておいてください。それでは基本形をマスターして塊の発見までやったので、最後ね、よくある形について見ていきます。まずはよくある形の部分積分から。この部分積分の公式っていうのは、こういった形でしたよね。F' かける G っていうのを積分する場合、ね、これ掛け算。何かと何かの掛け算の場合、それをこういう形に変形することができると。で、この部分積分の本当に重要なところっていうのは、この積分。この積分をこの積分に
変形することなんですよ。だってね、この f×g っていうのはもう積分する必要ないわけで、もう放置でいいじゃないですか。なので、集中しなきゃいけない積分っていうのをこの形からこの形に変形すると。これは何かかける何かっていうもののうちの片方を積分してるね。で、もう片方を微分してると。なので、二つのね、関数の積になっている場合に、片方を積分してもう片方を微分した時の積。こっちの方が積分が簡単な場合、このね、部分積分が有効になると。具体例としては、整式×三角関数、整式×e の x 乗、整式×ログ x っていうのはもう代表例ね。これを見た瞬間に、部分積分だなっていうことを理解してほしいと。なぜかというと、このね、理屈に立ち返ってあげましょう。まず三角関数、サイン、コサインですね。サイン、コサインっていうのは、積分してもめちゃくちゃ簡単ですね。サイン x を積分したらマイナスコサイン x。ね、コサイン x を積分したらマイナスサイン x と。こんな感じで積分していく。これ積分のそうですね。微分じゃなくて。積分していくことによって、サイン x だったりコサイン x だったりっていうのは変わるわけなんだけど、式としての複雑さっていうのはそんなに変わらないですね。サインを扱おうがコサインを扱おうが複雑さは変わらないと。同じように e の x 乗。こいつもいくら積分しても e の x 乗のままだから、複雑さは変わらないと。だからこいつらは積分しがいがあるんですよ。一方で、整式の方ですね。例えば x の n 乗っていう整式があったら、今度は微分してみましょう。こっちは積分で、ね、積分で、こっちは微分ね。x の n 乗を微分すると、nx の n-1 乗。で、微分していくと、n 括弧 n-1、x の n-2 乗と。これって何が起こってるかというと、次数が下がってますよね。次数が下がってる。ということで、微分すればするほど扱いやすくなるんですよね。もちろん三角関数 e の x 乗とかに関しては微分してもサインがコサインになるだけでそんなに扱いやすさは変わんない。こっちは積分していいんだけど、この x、n 乗に関しては微分すると楽になっていく。極めつけが log-x。こいつに関しては微分すると x 分の1になってめちゃくちゃ楽になるね。めちゃくちゃ楽になる。ということで、こいつは微分したいと。こういう風に2つに分かれるわけなんですよ。そうすると、この2つが組み合わさった時に、どうなるのか。ね、こっちは積分 OK、こっちは微分したい。だったらこれ部分積分使えますよね。特に整式×なんとかの場合、例えば、x コサイン x を積分したい場合、これっていうのは、この x っていうのを微分したい。コサイン x は積分 OK。なので、コサイン x を積分して、サイン x の微分っていう形で見てあげると、これが x サイン x マイナス x の方を微分して1。ね。簡単になりますよね。かけるサイン x dx と。積分しなきゃいけない。集中しなきゃいけない積分が簡単になるので、あとはこれ計算するだけ。x サイン x プラスコサイン x と。プラス c と。こういう風に簡単に求めることができるというわけですね。同じように、x、e の x 乗 dx とかも全く一緒ですね。x の方は、微分したくて、e の x 乗の方は積分 OK なわけだから部分積分の出番。これは x、e の x 乗マイナス x を微分して、これは e の x 乗と。よって、x、e の x 乗マイナス e の x 乗プラス c と。こんな感じで求めることができる。で、唯一ね、log-x に関しては、ちょっと特殊ね。log-x。この log-x っていうのは、微分すると強烈に楽になるわけなんですよ。これっていうのは、x の n 乗って、ね、微分したら楽になって、一方で積分すると次数上がるじゃないですか。でも次数上がるっていうデメリットを上回るぐらい log-x って何としても微分したいんですよ。そうすると、この log-x を log-x×1 みたいな感じで見てあげて、すなわち1っていうのは x の微分。ね。これは1の方を積分したっていう考えね。1を積分してでも log-x を何とかして微分したいっていうふうに考えてあげれば、これは x log-x マイナス x。こっちは積分したわけなんだけど、log-x の方を微分することによってめちゃくちゃ綺麗になると。実際これ約分することができて、マイナス1の積分だから、
結局 x ログ x マイナス x プラス c と。こんな感じで積分することができるよねと。このね、積分 OK ゾーンと微分子体ゾーンっていうのをしっかりと見極めて、そして特にね、微分子体ゾーンではログ x があまりに強烈っていうことをしっかりと押さえて、この部分積分を使いこなせるようにしましょう。で、部分積分でね、よくある話としては、例えばログ x の2乗を積分する場合、この場合ね、ログ x の2乗って何だろうっていう風になるんですけど、部分積分を2回使えばいいんですね。さっきの理屈でログ x を、積分するときは、1× ログ x の1を積分すると。で、ログ x の方を微分するっていう話をね、出したと思うんですけど、このログ x の2乗も、ここに x の微分かける、ね、1× ログ x の2乗って見てあげることによって、まずは x ログ x の2乗と。で、引く、x かける、ね、1を積分したものかける、ログ x の2乗を微分してあげる。そうするとどうなるかというと、2ログ x っていうのが出てきて、塊、ログ x の微分 x 分の1が出てくる。そうすると、この x が約分できて、集中しなきゃいけない積分っていうのが、もともとログ x の2乗だったのが、2ログ x、ログ x になるわけですね。こんな感じで、より簡単になると。もともと部分積分のね、目的っていうのは簡単にするっていうことで、別に1回の部分積分で求められるようにするっていうわけじゃないんですよ。1回じゃなくても、とりあえず簡単になれば OK。これで簡単になったから、もう1回部分積分、ログ x の積分はね、さっきやった通りなので、これを同じようにやってあげて答えを出していくと。こういうふうに求めることができるわけですね。で、あとよくある話としては、e の x 乗 3x。これっていうのは、どっちも積分 OK ゾーンですね。積分 OK ゾーンが掛け合わされているもの。これもね、いろんな解き方あるんですけど、まずはね、基本に押さえましょう。基本を押さえてから、ちょっと変わったね、解き方っていうのを押さえていくっていうのは重要なんですけど、何よりも大事なのは基本。いろんな解き方があるから、それにね、手を出して、いろんな解き方結局頭に入れたけど、何がどういう風に整理されてるのかわかんないっていう風になってしまうと本末転倒なんですよ。勉強すればするほど、その全体像を見失って、その積分ができなくなる。これはもったいないですね。なので、まずは、こういう基本に忠実にね、積分 OK ゾーンがある場合、どっちでもいいからとりあえず積分すればいいんだと。そういう風に考えてもらえれば OK。今回は、この e の x 乗っていうのを積分してみましょう。e の x 乗はね、積分しても e の x 乗だから、結局、e の x 乗 3x マイナス e の x 乗の 3x の方を微分したもの。こういう風に変形することができて、これも同じように e の x 乗をもう一回微分ね。e の x 乗を積分してあげると e の x 乗 3x でマイナス、ここの部分が e の x 乗 cosx でマイナス、e の x 乗かける cosx を微分したらマイナス 3x だね。だからマイナスを外に出してあげると 3x dx を、こういう風に変形することができて、そうするとここの部分を i って置いてあげるとここに i が出てくるんだね。そしたらもう勝ち。i イコール、これ引くこれ引く i なわけだから、ね、マイナス i を移行すると、2i イコール、e の x 乗でくくったら 3x マイナス cosx と。これプラス c ね。i っていうのは、2分の e の x 乗 3x マイナス cosx プラス c。c、2分の c になるけど、それをもう一回 c って置き直せば、こういうふうに求めることができると。c と。こういう風に2回ね、部分積分を使う場合もあるということを押さえておいてください。じゃあ部分積分、整式かけるこのパターン。これをしっかりと押さえた上で、最後ね、よくあるパターン。分数関数について見ていきます。このね、分数関数、ぶっちゃけ各論でも良かったんですけど、いろんなところに出てくるっていうことと、分量のね、前半後半の、そのね、分量の問題だったり、あとは、この分数関数をね、通して、こういう風に積分ってパターン化されていくんだな、っていうことをね、理解して、じゃあ後編もね、同じようにパターン化していけばいいのかっていう理解のために、ここでね、分数関数を扱っていこうと思います。そのね、分数関数の中でも、今回は、整式分の整式の積分について見ていきます。三角関数とか含まれているものは、この各論の方で見ていきますね。じゃあ、整式分の整式。まずね、押さえなきゃいけないのが、
分子の実数を分母の実数より小さくすると。これは基本ですね。例えば、2x-1 分の 8x3 乗っていう分数関数を積分した場合、これって頭でっかちなんですよ。ね、この 8x3 乗、分子に3次、分母に1次。このね、形の時点で頭でっかち、複雑にね、積分がね、複雑になってるなっていうふうに思ってほしい。この 8x3 乗を 2x-1 で割ってあげて、そうすると 4x2 乗。ここがプラス 2x プラス1っていうのが立って、8x3 乗マイナス1になって1と。このね、計算っていうのは、各自ね、ぜひやってください。4x2 乗足す 2x 足す1、プラス 2x マイナス1分の1と。ここまで来れば、この積分楽勝、楽勝、楽勝。で、2x マイナス1分の1も、今回は楽勝ですね。っていうのも、x 分の1の x ね、基本形に 2x マイナス1を入れたものだから、楽勝にできると。だから全部できますよっていう話。この分子の実数を分母の実数より小さくするっていうのは非常に重要。じゃあこれをした上で、この場合は、分母ね、実数が1次だから、結局 x 分の1と同じようにね、ログを使って積分することができるんですけど、この分母が2次以上の場合どうなるのっていう話。これについては、分母がね、因数分解できるかどうかっていうことをね、考えていくんですけど、その前に必ずやらなきゃいけないことが、もちろん、塊を受けるかどうかを見ていくと。結局ね、最初は塊を探してみるっていうのは非常に重要なわけなんですよ。例えば、この積分をしなさいっていうふうに言われたら、とりあえず塊ないかなっていうふうに見てみるんですよ。そうするとね、x2 乗プラス x プラス1。これを微分してあげると 2x プラス1になりますよね。要は、x2 乗プラス x プラス1っていうのを塊として置いてあげると、それを微分したね、2x プラス1っていうのが1個ね、取り出せるよね。1個取り出せるってことは、2x プラス 1dx っていうのを dt として置くことができると。イメージとしては、これを t って置くと、この 2x プラス 1dx が dt になるよねと。なので、t 分の1の積分、log t の絶対値。log t の絶対値、t っていうのは x2 乗プラス x プラス1。で、実はね、この x2 乗プラス x プラス1っていうのは、平方完成してあげると絶対正だから、ここは絶対じゃなくて、括弧にすることができるんですけど、こんな感じで積分することができると。簡単ですよね。まずは、塊があるかどうか。ね、塊があれば、一瞬で積分することができると。じゃあ、ここからね、塊がないことの、前提として、分数関数について見ていきます。これが、結局、因数分解できるかどうかで全然方針が変わってくると。はじめに因数分解できる場合、例えば x2 乗 -1 分の 1dx っていうのは、これね、分母を x-1x プラス1というふうに因数分解することができる。これは楽勝ですね。ワンパターン。何をするかというと、部分分数分解。もうこれワンパターンなんですよ。ね、これを見てあげて、x-1 分の何とか、足す x プラス1分の何とか、a, b とか置いてあげて、項等式を解いてあげてもいいんですけど、今回の場合は、このようにね、部分分数分解できるんですね。このね、計算は省略します。で、こっから先はもう楽勝ですね。この x-1 分の1とか x プラス1分の1っていうふうにね、部分分数、これらっていうのは、もう x 分の1の x に x-1 だったり x プラス1だったりっていうのが入ってるだけなので、簡単に積分することができるんですよ。こっちは x-1 分の1は log の x-1 だし、こっちのね、x プラス1分の1の方は log の x プラス1と。こんな感じで答えを出すことができると。もう因数分解できる場合は、もう部分分数分解してあげると。もうこれで1対1対応させれば大丈夫です。例えば他にもね、どんなに複雑になっても余裕ですよ。これが x-1 の x-2 の2乗分の x-dx とかだったとしても、これね、ちょっと計算はね、しないんですけど、x-1 分の何とか、足す x-2 分の何とか、足す x-2 の2乗分の何とかと。ね、これが2乗になる場合は、x-2 分の何とかと2乗分の何とかっていう風に分けてあげられるんだけど、このそれぞれの値、ね、a, b, c を
項等式でね、求めてあげることによって、それぞれの積分楽勝ですね。これはログの積分。これは x-2 のマイナス2乗の積分。っていう風に考えることによって、全部求めることができますよと。部分分数分解するのが最強なわけです。それでは次のパターンが、分母がね、因数分解できない場合。この場合っていうのは、分母が2次の場合しかね、出ないですね。で、しかも、この場合って実はもうやってるんですよ。どういう風に出るかというと、定積分で出て、1プラス x2 乗分の 1dx と。こういった形なんですね。これやってますよね。これ分母因数分解できないわけなんだけど、この場合は、この x をタンジェント θ と。こういう風に置いてあげてくださいと。パターンとしては、この場合は、うまくね、タンジェント θ を利用する置換と。これをしっかりと押さえれば、もう楽勝ですね。他の例としては、例えば、x2 乗足す 2x プラス2分の1を積分したい場合。この場合、何をタンジェント θ と置けばいいんだろうっていう風になると思うんですけど、これも簡単。平方完成しちゃいましょう。分母を平方完成してあげると、x プラス1の2乗プラス1と。こういう風になって、結局、このね、タンジェント θ の積分って、1たすタンジェント2乗 θ っていうのを作りたいわけじゃないですか。としたら、この x プラス1をタンジェント θ と置くことによって、1たすタンジェント2乗 θ 分の1っていう形を作ることができるというわけですね。このね、分母の因数分解ができない場合は、もうほとんどね、99% の2次なので、その時はタンジェント θ をうまく使っていくと。この流れをしっかりと押さえておいてください。それでは最後に練習問題。x3 乗プラス8分の x3 乗プラス32の積分、0から1までの積分の値を求めてくださいと。これですね、ぶっちゃけ結構難しいんですよ。入試で出されたら結構正答率下がるはずなんですけど、今までやってきたことをしっかりと押さえていければ別に難しいわけじゃないんですね。これっていうのはまず、分数関数だなぁと。で、分母と分子のね、実数見てあげると、これ分子がね、頭でっかちになってますよね。なので、分子割る分母で実数下げしてあげる。そうすると、ここはね、1、余り24と。こういうふうに分解することができて、この1の部分は、簡単に積分できる。じゃあ残り x3 乗プラス8分の24の積分をしていかなきゃいけない。で、これ、今回分母が3次、2次以上なので、重要なことっていうのが、因数分解できるかどうかですね。その前に塊がね、作れるかどうかっていうのを見ないといけないんですけど、塊はないと。なので、因数分解できるかなっていうふうに考えたら、できますよね。x3 乗プラス8っていうのは、x プラス2、3乗足す3乗の因数分解の公式を使ってあげて、このように因数分解することができると。ということで、因数分解できたら大事なのが部分分数分解と。これちょっと計算めんどくさいんですけど、ここの部分を x プラス2分の a 足す x2 乗マイナス 2x プラス4分の bx プラス c みたいに置いてあげて a と b と c を求めていきたいと。どうやるかというと、これイコールこれの分母分子にね、x3 乗プラス8っていうのをかけてあげて、分母を払ってあげれば、項等式で x2 乗の係数、x の係数、定数項の係数みたいに比較していくことによって、計算省略するんですけど、a が2、で b がマイナス2、c が8と、こういうふうに求めることができるんですね。ここまで来たら、この x プラス2分の2の積分は簡単ですね。これは簡単にできる。じゃあ次、x2 乗マイナス 2x プラス4分のマイナス 2x プラス8。これについても結局分母が2次以上なので、分母がね、因数分解できるかどうかって話なんですけど、当然できないですね。で、その前にね、考えなきゃいけないのがもちろん、塊を見つけること。x2 乗マイナス 2x プラス4。これね、分母を微分したら 2x マイナス2になるでしょ。分母を微分したら 2x マイナス2だな。でもこの 2x マイナス2っていうのはないなと。マイナス 2x プラス8だからね。ここでね、よくやる手法なんですけど、ここの部分、残りの部分はいいとして、ここがマイナス x2 乗マイナス 2x プラス4分の 2x マイナス8ですね。
この 2x-8 で分母を微分したら 2x-2 になるので、この 2x-8 のうち 2x-2 を1個取り出すと。で、マイナス6。こんな感じで見てあげるっていう手法があるんですね。そうすると、この式っていうのは結局このように変換できて、1は簡単に積分できる。これもできる。これもできると。なぜかというと、分母を塊としておいたら、その 2x-2 っていうのはその分母の微分でね、1個出て取り出してるわけだから、結局、マイナス t 分の 1dt みたいな形になるんですね。で、残り、ここの部分ね。x2 乗マイナス 2x プラス4分の6。この積分を考えていきたいんだけど、分母ね、2次で因数分解できないということで、タンジェントシータを使っていくと。もうこんな感じでね、ワンパターンで全部できるんですよ。ね、これ結構難しい積分なんだけど、こんな感じでパターン化できると。それぞれ見ていくと、まず、ここまでの積分してあげましょう。ここまでの積分を、ここ S で置いてあげて、この積分の値を t っていう風に置いてあげると、S っていうのは、結局1の積分は x。x プラス2分の2の積分は 2× ログの x プラス2だね。で、この積分っていうのは、結局 x2 乗マイナス 2x プラス4っていうのを塊、ね、t みたいに置いてあげると、2x マイナス 2dx っていうのが dt っていう風に置き換わるので、結局、マイナス t 分の dt の積分と。だからログ t だね。マイナスログ t。で、t っていうのは x2 乗マイナス 2x プラス4と。これを、1ね、入れたものと0を入れたものの差を取ってあげればいいので、これ計算してあげると、そんなね、難しくない計算で1プラスログ3というふうに求めることができると。じゃあ続いて、あとは t の方を求めればよくて、t っていうのは0から1までのこの x2 乗マイナス 2x プラス4を、これは平方完成したいんですね。そうすると、x マイナス1の2乗プラス3分の 6dx と。こういう風になって、x マイナス1をルート3タンジェントシータと置換積分をしてあげるんですね。そうすると、これ x マイナス1イコールルート3タンジェントシータ。やらなきゃいけないことっていうのは、置換積分では、これを、シータに置き換えること、dx も d シータに置き換えること、そして範囲を変えることなわけだから、これ全微分してあげると、x マイナス1の微分は1。だから dx イコール、これの微分っていうのは、ルート 3× コサイン2乗シータ分の1と、の d シータと。これで dx を d シータね、シータの関数で表すことができて、じゃああとは x が0から1の範囲の時にシータはどうなるのっていう話なんだけど、x ね、0代入するとマイナス1。だからタンジェントシータがマイナスルート3分の1と、これね、シータをちゃんとマイナス2分の π から2分の π っていう風に区切ってあげると、x が0の時、シータの値はマイナス6分の π という風に求めることができて、x が1の時は x マイナス1が0だから、タンジェントシータも0。すなわち、シータも0と。こういう風に範囲を変えることができると。なので、範囲がマイナス6分の π から0。で、この分母の部分は、ルート3タンジェントシータの2乗が3タンジェント2乗シータ。だから3でくくってあげると、1足すタンジェント2乗シータが出てくるから、かけるコサイン2乗シータ分の1と。こう変換できるのが良かったんですね。分の6。で、dx の部分はこれ。かけるルート3コサイン2乗シータ分の 1d シータと。なので、ここでね、コサイン2乗分の1とコサイン2乗で約分することができて、またここ3と6が約分できるから、結局2ルート3をマイナス6分の π から0まで積分すればいいので、2ルート3の6分の π 倍と。だから、3分のルート 3π と。こういうふうに求めることができる。よって求めたい答えは s プラス t。ね。これ足すこれなので、1足すログ3足す3分のルート 3π と。このように求めることができるわけです。このね、答えを正確にね、この問題から出せる人っていうのは本当に一握りなんですよ。でも今までのパターンをしっかりと押さえていれば、当たり前の連続ですよね。当たり前のことをやってるなっていうことにね、他ならないので、こうやってね、パターンをしっかりと押さえていくことが重要。このね、よくあるパターンの2つ目。
この分数関数に関しては、まずはね、整式分の整式の場合は、実数に着目。で、実数下げしてあげて、分母の実数が2次以上の場合っていうのは、まずは塊を探してみようねと。で、その上で、因数分解できるんだったら部分分数分解できないんだったら平方完成してタンジェントシータを利用する置換積分。もうこのパターンで全部いけちゃうわけです。こんな感じでね、今回は総論、基本形、塊の発見、そして部分積分と分数関数のよくある形っていうことをしっかりとね、パターンでね、押さえてもらったと思うので、ここからね、各論、E の X 乗を含むもの、ログ X を含むもの、三角関数を含むもの、そしてちょっと変わったね、積分だったりっていうものを各論しっかりと押さえることによって、もうね、分数関数のパターンと同じようにね、全部押さえてもらえれば、どんなね、積分の値が出たとしても、もう楽勝なんですよ。もう全部パターンに落とし込めば OK。ということで、しっかりと復習して、このね、次の各論編もね、しっかりと見てマスターしてもらえたらいいかなと思います。今後もね、こういったパターン化していく動画っていうのをね、たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。はい、それでは今回、各論、E の X 乗、ログ X を含む関数、三角関数を含む関数、特殊な積分を順番に見ていきます。前回のね、総論と合わせてしっかりと復習してくれれば、もう数3の積分において怖いものはなくなるはずです。じゃあはじめに E の X 乗、ログ X を含む関数から。このパターンははっきり言って簡単です。順番にね、見ていきましょうね。まずは E の X 乗のパターン。E の X 乗ね、見てもらったら、大きく分けて3つね、考えてほしいことがあるんですけど、最初の丸1、丸2はもう当たり前です。まず丸1から。塊を見つける。もうこれ別に E の X 乗にね、を含む関数に限らず、すべての関数において塊を意識するっていうのはやんなきゃいけないことですよね。ただね、この塊っていうのは超重要なので、しっかりと意識できるようにしましょう。例えば、こういう積分があった場合、この積分については丸3のパターンでもね、できるんですけど、これ、塊見えますよね。分母 E の X 乗足す E のマイナス X 乗を微分したら分子になってると。なので、これを t みたいな感じで置いてあげると、分子 dx が dt に変わると。なので、積分すると log t なんだけど、t を戻してあげると、log の E の X 乗足す E のマイナス X 乗。こいつは絶対正だから絶対値が外れるんですね。プラス C と。こういうふうに求めることができるよと。この塊っていうのは常に意識しましょう。で、二つ目が部分積分。E の X 乗にね、部分積分を使うことがあるっていうのはもう当たり前ですよね。よくあるのが整式。例えば x2 乗とかね。かける E の X 乗だったり。あるいは、E の X 乗に sinx みたいな三角関数がかけられてたり。こういったものは部分積分を使ってあげる。E の X 乗は何回積分しても変わんないけど、x2 乗の方は微分すると楽になる。あるいは sinx っていうのは cosx、マイナス sinx とループしてくれるから、2回部分積分するといいことがあるよね。みたいな感じですね。これも総論の復習。で、今回ね、ぜひ押さえてほしいのはこの丸3。E の X 乗のみで表せる関数は E の X 乗イコール t とことで絶対に求めることができるんですよ。これが非常に重要。その理屈について見ていきます。例題ね。マイナス1から1の E の X 乗足す E のマイナス X 乗分の E の 3x 乗 dx を。こういう積分があった場合、実はね、後でやる特殊な積分でね、扱う対称性っていうのを利用すると、綺麗に解くことができるんですけど、この、丸3のパターンを使っても解くことができる。この関数ね、っていうのは E の X 乗を t と置いてあげると、ここの部分っていうのは、t 足す t 分の1分の t の3乗みたいな感じで、E の X 乗だけを使ってね、t を使って表すことができますよね。こういう場合は、もう E の X 乗イコール t で解けるんですよ。なぜかというと、今回、この関数を t で表すだけじゃなくて、dx も dt に直したいですよね。で、これが簡単にできるから、E の X 乗イコール t の場合、これをね、全微分してあげると、E の X 乗 dx、ね、E の X 乗の微分は E の X 乗だからね、イコール dt という風になって、
この e の x 乗っていうのは t じゃないですか。そうすると dx っていうのは、ね、e の x 乗、すなわち t で割ってあげると t 分の 1dt と。こんな感じで dx を t を使って簡単に変形できるからいいんですよ。今回の場合も dx は簡単に t 分の 1dt という風に直せるわけだから、もうあとは e の x 乗みたいなね、指数関数を用いてない式、整式のみの分数関数に直すことができるよと。今回はこの t をね、分母にかけてあげると t2 乗足す1分の t3 乗と。で、あと直さなきゃいけないのはこの範囲。x がマイナス1から1の場合は、e の x 乗のね、x にマイナス1と1入れてあげれば、e のマイナス1を、e 分の1から e と。こんな感じで整式分の整式の分数関数の積分に落とし込むことができるんですよね。あとは総論編でやったパターンで考えていけば楽勝。これね、分子と分母見てあげると、分子の方が次数高いわけだから、頭でっかち。割ってあげましょう。割ってあげると、ここに t が立って、t3 乗足す t、引き算してマイナス t と。よって、ここの部分が t マイナス t2 乗プラス1分の t と。こういう風に変形することができて、t のところの積分は楽勝。で、t2 乗プラス1分の t をね、積分していきたいんだけど、まずやることは塊を見つけること。塊あるかなーって見ていったら、t2 乗足す1ね。こいつを微分したら 2t。t のね、2倍ですよね。なので、こいつを塊として置いてあげることによって簡単に積分することができる。t は2分の 1t2 乗でマイナス、このね、t2 乗プラス1を塊として置いてあげれば、tdt の部分がうまい感じに d ラージ x の定数倍っていう風になるわけだから、log t2 乗プラス1。こいつを微分すると t2 乗プラス1分のこの微分だから 2t が出てくる。だから2分の1倍で調整と。であとは e から e 分の1。代入して差を取ってあげると、途中は省略します。2分の 1e2 乗、マイナス2 2乗分の1、マイナス1と。こういうふうに求めることができるわけですね。途中のところはね、前回の復習なので、ぜひ押さえておいてほしいことが、e の x 乗のみをね、塊として置ける場合っていうのは、ね、ここの部分が当然 t で表せるし、dx も t で表せるから、あとは楽勝だよねっていう話。これについてしっかりと押さえておいてください。で、一個補足なんですけど、ここはね、ちょっと臨機応変に考えてください。例えば、e の 2x 乗プラス2分の e の 4x 乗。ね。これを0から1までね、積分してあげてください。みたいな問題があった場合、これも e の x 乗塊として置けますよね。そしたら t2 乗足す2分の t4 乗っていう風になって dx が t 分の 1dt になるから。それでもいいんですけど、ちょっと臨機応変に、これ e の x 乗イコール t っていう風に必ずね、置く必要はなくて、ちょっと派生して、e の ax 乗イコール t っていう風に置いてもいいんですよ。今回の場合は e の 2x 乗っていうのを塊として置いてあげて、そしたら t 足す2分の t2 乗って幾分楽になりますよね。で、さらに dx もこの場合でも簡単にね、t を使って表すことができる。e の ax 乗イコール t の場合っていうのは、微分すると aex 乗になるよね。ax の塊を微分したものが降りてくるから。の dx, dt っていう風になって、結局 e の ax 乗が t なわけだから dx は at 分の 1dt と。簡単に表せることができるので、そこは臨機応変にするということを押さえておいてください。これが e の x 乗、塊を探すのと部分積分。これは当たり前で、丸3の e の x 乗のみで表せる関数は e の x 乗イコール t、あるいは e の ax 乗イコール t と置いてあげると。このパターンをしっかりと押さえておいてください。じゃあ続いて log-x。log-x を含む関数に関してははっきり言って楽勝です。ただ、1個ね、ちょっとしたテクニックがあるので、そのテクニックを押さえておいてください。順番に見ていくと、まずはね、2つあると。大きく分けてパターンは2つある。1つ目が塊。これは当たり前。よくあるのが log-x の微分が x 分の1なわけじゃないですか。こいつを常に意識してあげると、例えば、こういうね、積分があった場合、log-x あるな。log-x の微分 x 分の1だから、x 分の1ないかなって見たら、ありますよね。x 分の1。
ということで、ログ x、あるいはログ x プラス2で今回はいいんですけど、イコール t っていう風に置いてあげると、このね、微分が x 分の1だから、x 分の dx の部分が dt になるよねと。だから、t2 乗を積分すればいいだけだから3分の 1t3 乗。t っていうのはログ x 足す2と。こういう風に積分することができる。これは当たり前。じゃあ次、丸2。これも当たり前なんですけど、部分積分ですね。ログ x っていうのは結構扱いづらいんですよ。なので、ログ x を微分して、x 分の1に変形してあげたいんですね。なので、例えば、x ログ x dx とかだったら、この x を2分の 1x2 乗っていう風に積分してあげて、で、このログ x の方を微分したら x 分の1になるから、これで積分することができるよねと。この部分積分がポイントと。で、1個ね、ここでテクニックがあるんですね。例えば、ログ x プラス1を積分したい。こういう場面が出てくるんですよ。この時、ログなわけだから、とりあえず部分積分したいなと。ね、ここ 1× ログ x プラス1って見てあげて、x の微分ログ x プラス1っていう風に考える方法。これでも一応できるんですよ。そうすると、x ログ x プラス1マイナス x かけるログ x プラス1の方を微分するわけだから、x プラス1分の1だね。こういう風になる。で、ここでね、ここの部分見てあげると、x プラス1分の x と、こいつを積分しなきゃいけないわけですよ。別に難しいことはない。ね、頭でっかち、分母と分子の次数が一緒なわけだから、こいつを割り算して1 x プラス1分の1で変形してあげて、それぞれ積分することによって求めることができるんですけど、若干めんどくさいですね。このめんどくささっていうのをなくすために、このログ x プラス1かける x の微分って見るんじゃなくて、これどうせログ x プラス1微分したとき x プラス1分の1が出てくるんだから、それに合わせてあげればいいんですよ。っていうのは x の微分じゃなくて x プラス1の微分と見てあげる。そうするとどうなるかっていうと、x プラス1の微分は1ですよね。変わらない。こうやって見てあげると、x プラス1かけるログ x プラス1っていうのが最初に出てきて、マイナス。ここの積分のところが、この x プラス1をそのまま持ってきて、かける。このログ x プラス1の微分、すなわち x プラス1分の1。こういう風になるので、約分できるわけですよ。だから結局マイナス1っていう風になるわけだから、答えは x プラス1ログ x プラス1マイナス x プラス c と。こんな感じで求めることができるよねと。こういうね、ログの中身が x プラス1みたいな感じで x じゃない場合は、後々こいつを微分した時のね、x プラス1分の1っていう形を見据えてあげて、x の微分かけるじゃなくて x プラス1の微分かけるっていう風にするっていう工夫をね、一つね、押さえておくと、得する場面が出てくるんじゃないかなと思います。このね、ログ x を含む関数、塊と部分積分の2つがあるんだっていうことをしっかりと押さえておいてください。ここで一つ補足。e の x 乗やログ x じゃなくて、a の x 乗やログ a の x みたいに定が一般的なね、a の場合の積分について見ていきます。これね、出題頻度としては結構低いんですけど、一応、しっかりと簡単なので押さえておいてください。まず a の x 乗から、こちらは微分の逆っていうことを押さえておけば楽勝ですね。a の x 乗の微分は、一応公式としてもありますし、対数微分法っていうのを用いてあげると、a の x 乗のログ a 倍になるんですね。これ a が e の場合は e の x 乗の微分は e の x 乗かけるログ e になって、ログ e が1になるよっていう話ですね。そうすると、この a の x 乗の積分はって言われたら、a の x 乗、こいつを微分すると、a の x 乗のログ a 倍になるわけだから、ログ a で割ってあげれば答えが出ますよと。こんな感じで微分の方から逆算してあげると何も難しくなく解けるわけです。じゃあ続いてログ a の x の場合はどういうふうに積分できるかっていうと、これも簡単で定が a だから難しいんですよね。じゃあ定を e に揃えてあげればいいと。定の変換公式するとログの a 分のログ x と。
こういう風になるので、あとは、ログ A は定数だから、ログ X の積分。こいつは部分積分使えばできましたね。ログ X を積分すると、x ログ X マイナス X というふうに求めることができるというわけですね。この2つはね、微分から逆算だったり、定を変換してあげて、求められる形に変換していくと、この流れをしっかりと押さえておいてください。それでは、e の x 乗ログ x を含む関数のパターン化を済ませたところで、続いて三角関数を含む関数に移っていきます。この三角関数はですね、一番の山場なんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。まず出題頻度が高いので、ここをしっかりと押さえておくと、もう得点にね、かなり直結するんですね。しかも本当にパターンにカチッとはまってくれるので、解けるようになったらかなりね、楽しいんですよ。なのでね、一緒にそのパターンをしっかりと見ていきましょう。まず三角関数で何よりね、大事なことが忘れがちな公式。ね、ありましたよね。常に意識しなきゃいけないのが、コサイン2乗分の1。この積分はって言われたら、タンジェント x ですね。で、サイン2乗分の1はっていうふうに言われたら、この積分はマイナスタンジェント分の1と。これらはね、突然出てきた時にうっかり忘れてしまいがちなので、常に意識しておいてください。じゃあこれを押さえた上で、まず三角関数でね、見ていかなきゃいけないことっていうのは、当たり前ですけど、塊を探すことですよね。これは三角関数に限った話ではないと。例えば、タンジェント x。こいつを積分したい場合を考える。これね、一般的に三角関数でタンジェントって扱いづらいんですね。もちろんタンジェントのままでもいいことはあるんですけど、基本的には扱いづらい。ということで、コサイン分のサインに直していきましょう。すると、まずしなきゃいけないのは塊を探すことであって、塊、これ、コサイン x を微分したらサイン x になるなと。このね、一つ出てくるなっていう発想はですね、後のパターンをやれば当たり前に出てくる発想なんですけど、ここで見つけることができますよね。コサイン、分母を微分したら、マイナスサインになる。ということで、コサインを t みたいに置いてあげると、サイン x dx が dt の定数倍。今回はマイナス1だね。マイナス dt っていう風になるので、マイナス t 分の1の、積分、マイナスログ t。だからマイナスログ絶対値のコサイン x と。こういう風に求めることができるわけです。楽勝ですね。タンジェントをコサイン分のサイン直してあげて塊を探せば一発で。同じように x3 乗コサイン x2 乗の積分。こいつを考えてあげる。これもね、一般的な話なんですけど、サインとかコサインの中身の部分。位相って呼んだりするんですけど、位相の部分が x の一次関数じゃない場合、これ結構扱いづらいんですよ。なので、こいつを塊として置いてあげたいなってぜひ思ってほしいんですね。で、x2 乗とかを塊としておく場合、その x2 乗の微分 2x っていうのを1個取り出さなきゃいけないわけじゃないですか。その時に、ここね、x の3乗、x の奇数乗っていうのがポイントで、x っていうのを x の1乗を1個取り出したら残り x の偶数乗、x の2乗の何乗かっていうふうに変形できますよね。なので、要は x2 乗コサイン x2 乗っていうのが、残してあげると x を1個取り出せるわけですね。x を1個取り出せると。こういう風になる。なので x2 乗を塊として置いてあげると、この xdx っていうのが dt の定数倍、2分の1倍みたいな感じになると。よろしいですかね。なので、置き換えてあげると t コサイン t の2分の1倍。だから、2分の 1t コサイン t の dt と。こういう風に変形することができると。で、ここから先は、丸2のパターン。整式×三角関数、あるいは e の ax 乗、指数関数×三角関数の積分。こいつですね。こいつっていうのは、もちろん、部分積分で解くことができるわけですね。2分の 1t コサイン t。t コサイン t も整式×三角関数。
この場合、三角関数の方はどんだけ積分しても複雑さは変わらない。一方で、整式の方は微分していくと綺麗になっていくと、次数が下がるわけだからね。なので、部分積分が非常に有効になってきますよと。この三角関数以外に整式だったり、E のなんとか乗だったりっていうのがね、入ってくるものは部分積分をすればいいと。これをしっかりと押さえておけば、ちょっと変則的な形の積分も楽勝にできるんですね。例えば、コサイン2乗 x 分の x の積分と。これをね、求めていきたい場合どうすればいいのか。これも結局やることは一緒なんですよ。ね、三角関数の中に整式だったり E の AX 乗だったりね、三角関数以外のものが入ってきますよね。こいつ邪魔だなって思ってほしいんですよ。X があったら微分したいんですよね。三角関数絡みで X が出てきたら微分したい。ということで、部分積分を考えてあげる。X の方を微分するっていうことは、残りの方、コサイン2乗 X 分の1を積分してあげればいい。できますよね。コサイン2乗 X 分の1の積分っていうのは、タンジェント X と。このね、積分は忘れがちなので、しっかりと押さえておいてください。すると、部分積分より x タンジェント x マイナス x の微分が1だから、タンジェント x との積分という風に変換することができて、あとはこのタンジェント x の積分に集中すればよくて、これはさっきやりましたね。タンジェント x の積分はマイナス6コサイン x の絶対値。よって答え、x タンジェント x。ここマイナスだからプラスになって、プラスログのコサイン x の絶対値プラス c という風になるわけです。こんな感じで三角関数に、整式あるな、部分積分したいなってことを意識すれば、こういったね、ちょっと変わった積分もできるようになるわけです。よろしいですかね。じゃあ、ここからがね、いよいよ本題。今までは塊を探すみたいな当たり前なことや、三角関数以外に整式だったりっていうのが入ってくる積分について扱ってきたんですけど、ここからは三角関数のみで表される関数。例えば、サイン 4x、コサイン 3x だったり、コサイン3乗 x だったり、1- コサイン x 分のサイン3乗 x などなどと、全部三角関数だけの関数ですよね。これらをどのようにさばいていけばいいのかっていうのがポイントになってくるんですね。これもしっかりとパターンを押さえていけば非常に簡単。じゃあまずね、順番に見ていきましょう。ここまでは丸1、丸2っていう風にあるので、丸3ですね、次。丸3はサインなんとかけるコサインなんとか。この中身ね、位相の部分が異なる場合の積分。もちろんサイン、コサインだけじゃなくて、サインかけサインだったり、コサインかけコサインだったりっていうのも、これに当てはまります。その時の考え方としては、大きく分けてね、2つあって、まず1つ、位相が異なるんだったら、揃えればいいじゃんと。例えば、サイン 2x かけるコサイン x と。こういうね、問題があった場合に、サイン 2x。これ倍角の公式使えば、中身全部 x に直せるなと。サイン 2x は2サイン x コサイン x ですね。なので、それにコサイン x をかければ、コサイン2乗 x と。こういう形に変形してあげて、あとはね、丸4以降のパターンを使っていけば楽勝と。これが一つの考え方。で、もう一つの考え方が、積和の変形と。この積の形を和の形に直してあげることによって、何の問題もなく積分することができるんですね。例えば、サイン 7x コサイン 4x の積分。このね、7x と 4x の位相を揃えるのは、無理。で、ここで押さえてほしいのは、掛け算だから積分しづらいのだって、和にすればいいじゃんと。これは数 2b の復習なので、これはサクッといくんですけど、サインとコサインの積が出てくるものっていうのは、サインの加法定理ですね。サインの加法定理は、サイン、コサイン、コサイン、サインだからね。サイン、コサインの積が出てくるのは、サインの加法定理。ということで、サインの 7x 足す 4x と、サインの 7x マイナス 4x。こいつを、それぞれ加法定理で分解してあげると、それぞれ、サイン 7x コサイン 4x 足すコサイン 7x サイン 4x。で、こっちはこれ、マイナスこれと。いう風になって、目当てのサイン 7x コサイン 4x っていうのはこの第1項ということで、この2つを足してあげればいいんだよね。2つを足してあげると2倍のこれになるわけだから、2分の1倍してあげれば OK。だからサイン 11x とサイン 3x を足して2分の1倍すると。
までしてあげると。こういう形に変形することができると。もうあとは楽勝ですね。サイン 11x の積分も、サイン 3x の積分も、一発でできますよね。マイナスコサイン 11x に11分の1倍すればいいし、こっちはマイナスコサイン 3x に3分の1倍してあげれば OK。こんな感じで積を和の形に直してあげると、もう簡単に積分することができますよと。これがこの丸3の場合。位相が異なれば位相を揃える。あるいは積和の変形をしてあげると。じゃあ続いて、すべての位相が揃っている場合。このすべての位相が揃っている場合は非常に重要ですね。もう入試では品質。このパターンをしっかりと押さえておくことで、周りの受験生に差をつけられるというわけですね。このすべての位相が揃っている場合っていうのはどういう場合かというと、例えば、こんなものがありますよね。サイン4乗コサインとかコサイン3乗、コサイン分のサイン5乗、サイン2乗コサイン2乗。全部のサインとかコサインの中身の部分が X になってるわけだから揃っている場合ですよと。この場合はもう着目すべきポイントはただ一つ。奇数乗があるかないか。これに着目していくんですよ。もうこれ非常に簡単。これそれぞれ見ていくと、サインとコサイン4乗とこれ1乗ですよね。1乗ということは奇数乗はありますよね。じゃあ次、コサイン3乗。これも3だからありますね。3乗。で次、コサイン5乗分のサイン5乗。これは5、どっちもあるわけだから、ありますよね。1つで十分なんだけど、2つありますよと。で、最後はサイン2乗、コサイン2乗。どっちも指数部分が2なわけで、偶数しかないからなしと。こういう風に分けることができるわけですね。このあるかないかっていうところで、方針が全然変わってくるんですよ。で、このあるの方は非常に簡単。やることっていうのが、1個残して置換してあげると。もうこれで全部できちゃうんですよ。実際まず一つ目見てみましょう。サイン4乗 x、コサイン x。これは深く考えずに、もう最初のパターン、塊を置いて考えるっていうことを見ていくと、これサイン x を塊として置いてあげたら、t みたいに置いてあげたら、サイン x の微分コサイン x がここに1個出てきてますよね。1個出てきてるっていうのは勝ち。なぜなら、コサイン x/dx を dt という風に置けるから。すなわち、t の4乗を t で積分した5分の 1t5 乗と。こんな感じで答えを出すことができて、t をサイン x に戻してあげれば、答えは5分の1サイン5乗 x プラス c と。こんな感じで出すことができるわけですよね。これはただ塊を置いてあげるだけ。で、この奇数乗があれば、これと全く同じことが必ずできちゃうんですよ。どういうことか。これサインとコサインの間には、サイン2乗 x 足すコサイン2乗 x イコール1と。こういう式が成り立ってますよね。これは当たり前。これによって何が言えるかというと、サイン2つあれば、サインが2つあれば、コサイン x に置き換えることができるし、あるいはコサイン x が2つあれば、サイン x に置き換えることができるよっていう話ですよね。とすると、この奇数乗が1個あると何が言えるかというと、奇数乗から、そのコサインの2乗、コサインの奇数乗だった場合は、コサイン2乗ずつサインに変換していくと。そうしたら、サインの塊と、奇数乗なわけだから、コサインが1個残るわけなんですね。この1個残るっていうのは、今までの数2の範囲とかだったらちょっと厄介だったはずなんですけど、この積分においては1個残るっていうのは非常にいいことなんですよ。っていうのも、置換積分したときに1個残すことによってコサイン x/dx を dt という風に置き換えることができるからなんですね。実際に見ていくと、このコサイン3乗 x/dx っていうのも、奇数乗があると。もう奇数乗があったらもうこっちの勝ちなんですよ。奇数乗1個でも残した時点で我々の勝ちだぐらいの感じで思ってください。3乗、これ1個残せばいいのねと。この式を使ってあげると、コサインの3乗のうちの1個コサイン x を残してあげて、残りコサイン2乗をサインに変換してあげると。そうしたら1マイナスサイン2乗 x コサイン x dx と。
こういうふうに変換することができて、もうこの時点で、コサイン x を1個残したっていうのはなぜかというと、サイン x を t、サイン2乗 x を t2 乗っていうふうに置いてあげることによって、このコサイン x dx が dt になるよねと。よって、これは 1-t2 乗を積分するのと一緒。だから t-3 分の 1t3 乗。サイン x に戻してあげると、サイン x-3 分の1サイン3乗 x プラス c と。こんな感じで積分ができるわけです。これ楽勝ですよね。じゃあ同じようにコサイン5乗分のサイン5乗もやってみましょう。コサイン5乗分のサイン5乗っていうのは、要はタンジェント5乗 x の積分ですよね。タンジェント5乗 x って出てきたら、タンジェントをコサイン分のサインに置き換えてあげて、5がある。奇数があるよねと。もうこっちの勝ちなんですよ。これ分母と分子。ね、どっちにも奇数があるわけなんですけど、扱いやすいのは、この分子の方を変形する場合。このサイン5乗 x の、サイン x を1個だけ残してあげましょう。ね、1個残してあげると、要は、ここはコサイン5乗 x っていう風になって、サイン x を1個残してあげるね。で、残りのサイン4乗 x っていうのをコサイン x に変換していく。サイン2乗が1- コサイン2乗 x なわけなんだから、サイン4乗はそれを2乗したものと。こういう風になる。これによって、コサイン x を t みたいな感じで置いてあげたら、このね、コサイン x を微分したマイナスサイン x っていうのがここに出てきてますよね。だから、ここの部分、サイン x dx はマイナス dt と。こういう風に dt に変換することができるので、あとは楽勝。ここの部分 t に置き換えると t の5乗。これマイナスがあるから、最初マイナス出しますか。マイナス t の5乗分の分子はね、1-t2 乗の2乗。これ展開すれば楽勝ですね。1-2t 2乗足す t の4乗と dt と、こういう風に変換することができて、ここから先は楽勝。ね。t の5乗分の1もマイナスに、約分した t の3乗分の1も t 分の1も全部簡単に積分することができますよね。だから、あとはそれを積分したものの t にコサイン x を戻してあげれば答え出ますよと。もうこれで解けちゃうんですよ。こんな感じで1個残してあげて置換すれば必ず解けますよっていうことを押さえておいてください。じゃあここでね、一つ例題。コサイン x 分の1を0から4分の π まで積分したその定積分の値を求めようと。この問題ですね、実は京都大学でそのまま出されたんですね。この値を求めようって。京大でね、出されるぐらいですから、結構差がつく問題なんですけど、もうね、パターンに落とし込んじゃえば楽勝ですよね。これね、コサイン x 分の1。位相が揃っているっていうか、何もね、1個しかサイン、コサインがないわけだから、当然揃ってる。で、今回ね、着目してあげたいのは奇数乗があるかないかなんだけど、コサイン1乗 x。奇数ありますよね。もう奇数ありの時点で楽勝。1個残してあげて、残りね、置換積分してあげれば OK。1個残す方法なんですけど、要は、今回ね、コサイン x が分母に来てるわけなんだけど、コサイン x を1個残してあげたいって考えた場合、だからコサイン x dx っていう風にしたいんだよね。そうしたら、コサイン x をね、1個出してあげるわけだから、ここはコサイン2乗 x になると。そうですね。コサイン x の分母分子にコサイン x をかけてあげるみたいな感じ。そうすると、コサインの2乗を1- サイン2乗っていう風に変換することができて、そうしたら、ね、1個出してあげた理由っていうのが、サイン x を t みたいに置いてあげたときに、コサイン x が dt になるからですね。だから置換積分してあげれば OK。サイン x を t って置くと、1-t2 乗分の1。で、コサイン x dx が dt ってなって、このね、0から4分の π の x の範囲も t に置き換えましょう。そしたら、0からルート2分の1と。こんな感じで、サイン0とね、サイン4分の π とかね。こういうふうに求めることができて、あとは、もう三角関数の問題じゃなくて、整式のね、分数関数のパターンに落とし込めばいいんですよね。分母が2次以上なので、これがね、因数分解できるかできないか、これによってパターンを考えていくと。今回は 1-t2 乗っていうのは因数分解当然できるので、やることは部分分数分解ですね。
そのね、途中計算っていうところは省略しますけど、部分分数分解してあげると、1-t 分の1足す1プラス t 分の1と。こんな感じで部分分数分解できて、あとはただの計算。2分の1の 1-t 分の1っていうのを、積分すると、マイナスログの 1-t の絶対値。で、1プラス t 分の1の方は、ログの1プラス t の絶対値と。よって、あとは代入して差を取って、ごちゃごちゃ計算してあげると答え、ログの1プラスルート2と。こういうふうに答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。こんな感じでね、奇数上があれば1個残して置換で必ず解くことができるということをしっかりと押さえておいてください。じゃあ続いて、sin2乗x、cos2乗x のように奇数上がない場合、すべて偶数上だよっていう場合どういうふうに考えればいいかというと、半角で次数下げすると、またはタンジェント x を塊としておく場合もあるんですけど、半角で次数下げが非常に重要。例えば、sin2乗x を積分したいっていう風になった場合、これ偶数上しかないですよね。もうこれは確定。半角の公式を使ってあげると。sin のね、2乗x っていうのは2分の1マイナス cos2x と。この半角の公式がね、数2の復習なので、その詳細については割愛します。この sin2 乗を cosx ね、cos2x で表すことができる。よって、2分の1の積分っていうのは2分の x だし、マイナス2分の cos2x の積分っていうのも簡単にね、4分の1 sin2x というふうに求めることができるわけですね。同じように、cos4 乗 x はっていうふうに言われたら、これも偶数乗だけですよね。なので、同じように半角の公式を使って次数下げ。このね、cos4 乗 x の4乗っていうのは2乗の2乗なわけだから、cos2 乗 x っていうのを2分の1足す cos2x と。こういうふうに変換してあげる。そうすると、三角関数のね、指数の部分が4乗だったものがマックスで2乗に下がってくれるんですね。こいつを展開してあげると、4分の1足す2 cos2x 足す cos2 乗 2x と。こういう風になって、あとは4分の1とか4分の2 cos2x の部分はもう一発で積分できますよね。で、あとこの cos2 乗 2x の部分なんだけど、ここもまた偶数乗なわけだから、もちろんやることは半角の公式で次数下げと。cos2 乗 2x っていうのは2分の1プラス cos4x と。こういう風に全部ね、積分できる形になったので、あとは普通に積分してあげてください。よろしいですかね。もうすべて次数下げ。あともう一個ぐらいね。sin2 乗 x、cos2 乗 x の積分もしておきましょう。これも別にやることは簡単。これ、sin2 乗と cos2 乗ともに cosx を使って、cos2x にね、半角の公式で次数下げしてもいいんですけど、ここはね、半角の公式のサイン版、sin2x っていうのが 2sinx cosx と、こうやって表されるっていうことを念頭に置いて変形する方が楽ですね。この sinx cosx っていうのは2分の1 sin2x なわけだから、そいつを2乗してあげれば OK。だから4分の1 sin2 乗 2x と。こんな感じで、サインとコサインの2乗足す2乗の4乗のね、式だったものが2乗の式になったと。じゃあ、あとはね、サイン2乗 2x も全く同じように次数下げしていけば OK。サイン2乗 2x っていうのは2分の1マイナスコサイン 4x を。こんな感じで次数下げすることができるので、あとは、8分の1、ね、8分の1と8分のコサイン 4x はそれぞれ簡単に積分することができるよねと。こういう話なわけですね。ということで、奇数乗がなかった場合っていうのは半角でどんどん次数下げしていきましょうと。これで解くことができるわけです。よろしいですかね。じゃあこの括弧の中のまたはタンジェント x イコール t っていうのを意識する場合ってどういう場合？これはね、ちょっと出題頻度は落ちるんですけど、例えばね、
コサイン2乗分の1を積分すると、これ指数にね、偶数部分しかないですよね。こういう風に分母に偶数乗が来てしまっている場合、どういう風に扱うかっていうと、タンジェントね、意識すると。この値はって言われたら、これはね、急に聞かれたら忘れがちなんですけど、タンジェント x ですよね。これはしっかりと公式、常に忘れないようにしましょう。じゃあ、コサイン2乗分のサイン2乗。これすなわちタンジェント2乗 x の積分なんですけど、こういう場合どういうふうに考えればいいかって言ったら、コサイン2乗分のサイン2乗。どっちも偶数で半角の公式使うわけにもいかないしなっていうふうになるんですよ。結論から言うと、タンジェント x をちょっと意識した変形をしてあげる。どう変形すればいいかというと、タンジェント x イコール t っていうね、こういうね、塊の置き方をした場合っていうのは、まず dx と dt の関係としては、コサイン2乗 x 分の 1dx っていうのが dt になるわけですね。タンジェントを微分したらコサイン2乗分の1だから。さらに、1たすタンジェント2乗 x っていうのがコサイン2乗 x 分の1と、こういう関係式が成り立つわけなんですよ。何が言いたいかというと、タンジェントとコサイン2乗分の1っていうのは非常に相性がいいんですね。だからコサイン2乗分の1っていうのをなるべく出してあげたいと。そうすると、このサイン2乗 x っていうのを1マイナスコサイン2乗っていう風に直してあげることによって、だからコサイン2乗だけのね、式にしたいわけね。サインっていうのをコサインの方に直してあげると、コサイン2乗 x 分の1マイナスコサイン2乗分のコサイン2乗。だから1だね。こういう風に変形することができて、コサイン2乗分の1の積分はタンジェント x。マイナス、1は x だね。プラス c と。こんな感じで求めることができるわけです。よろしいですかね。あともう一個ぐらい。タンジェント4乗の積分もやっておきましょう。これも別に難しいことはないんですよ。コサイン4乗分のサイン4乗と。こんな感じで分母に指数乗が来てしまう場合っていうのは、半角の公式とかっていうのがうまくいかないよと。そこでタンジェント x イコール t の置き換えをうまく思い出してあげると、コサイン2乗分の1っていうのが相性がいいわけだから、サイン4乗をこれコサインに直してあげましょう。そうすると、コサイン4乗分の1。で、サイン4乗っていうのは1マイナスコサイン2乗の2乗分のdx を。こいつを展開してあげると、1たす2コサイン2乗 x たすコサイン4乗 x と、それぞれ分解してあげると、コサイン4乗分の1っていうのが1個出てきて、マイナスコサイン2乗 x 分の2というのが出てきて、で、プラス1だね。コサイン4乗分のコサイン4乗だから1と。こういう風になる。で、このね、真ん中の部分の積分っていうのはマイナス2タンジェント x と公式だよね。で、プラス1の部分はプラス x っていう風にね、積分することができるので、あとはコサイン4乗分の1っていうのを考えてあげたいわけなんだけど、思い出してほしいのがタンジェント x イコール t はコサイン2乗分の1との相性が非常にいいと。要は、これね、タンジェント x イコール t っていう風に置き換えてあげると、コサイン2乗 x 分の1で表されるものっていうのは、うまく、変形することができるね。っていうのも、コサイン2乗分の 1dx イコール dt なわけだから、コサイン2乗分の1を1個まず出してあげましょう。コサイン4乗分の1の積分っていうのは、コサイン2乗分の 1dx。コサイン2乗分の1を1個出してあげると、残りコサイン2乗分の1が残る。で、そいつをタンジェントに変形することができるよね。コサイン2乗分の1っていうのは1たすタンジェント2乗分の x を。2乗 x。よって、この積分っていうのは、タンジェント x を塊 t って置いてあげると、コサイン2乗 x 分の 1dx っていうのが dt になるので、積分すると、1たす t2 乗の積分だから、t たす3分の 1t3 乗。t をタンジェントに戻してあげて、イコール、タンジェント x 足す3分の1タンジェント3乗 x を。こういうふうに求めることができるので、
ここに戻してあげると答え。3分の1タンジェント3乗と、タンジェント引く2タンジェントだからマイナスタンジェント。足す x プラス c と。こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。実はね、タンジェント4乗 x っていうのを、初めからタンジェント2乗っていうのを残してあげて、残りのタンジェント2乗を、このね、式使って、コサイン2乗マイナス1だね。このように変形してあげることによって、このタンジェント2乗かけコサイン2乗分の1っていうのはタンジェントを塊として置いてあげれば簡単に求めることができますね。コサイン2乗分の 1dx が dt だから。で、マイナスタンジェント2乗の積分については、タンジェント2乗の積分さっきやった通り、ね、このタンジェント x マイナス x になるわけだから、この結果を使ってあげて答えを出すこともできるわけです。何はともあれね、コサイン2乗分の1みたいな感じで分数関数でしかも偶数乗しかない場合、このね、出題頻度は結構低めではあるんですけど、タンジェント x イコール t っていうのを意識した積分っていうことをね、使う場合があるということはしっかりと押さえておいてください。よろしいですかね。すべての位相が揃っている場合、これがね、本当に重要なんですけど、奇数乗があるかどうかっていうことを見極めて、あれば、それをね、もう見逃さずに、奇数乗を残したね、この作問者、作問者のミスではないんですけど、作問者甘かったなと。もう解いてしまいますよ。1個残して置換すれば解けるんでしょうっていうふうにやってあげる。で、なかった場合は、もう半角で次数下げしてあげれば OK。または、タンジェント x を t と置く場合もあるということをしっかりと押さえておいてください。じゃあ、続いて。1プラスマイナスコサイン x の扱いと。ここからはね、今までやってきたことからは重要度は落ちます。ここのね、扱いについては、頭の片隅に入れといて、こんなのあったな、くらいの感じでね、理解してもらえればいいかなと思います。どういう問題があるかというと、例えば、1プラスコサイン x 分の1の積分を求めてくださいと。こういう問題があった場合、これはね、もうパターンとして、1マイナスプラスコサイン x を分母分子にかけると。これを押さえておいてください。1プラスコサイン x 分の1。このままだとニッチもサッチもいかないんですよね。なので、これね、1マイナスコサイン x をかけてみてください。そうしたらどうなるかというと、分母の部分は和と差の積で1マイナスコサイン2乗になりますよね。1マイナスコサイン2乗ってサイン2乗じゃないですか。で、分子の部分は1マイナスコサイン x っていう風になるわけなんですけど、じゃあこれね、サイン2乗分の1の積分とマイナスサイン2乗分のコサイン x の積分に分けることができて、このサイン2乗分の1っていうのは、はい、わかりますよね。公式がありますね。マイナスタンジェント x 分の1と。この公式忘れがちなのでしっかりと押さえておいてください。で、もう片方、マイナスサイン2乗分のコサインの方は、これは奇数乗があるかなって見てあげれば、コサインね、1乗ありますよと。だったらこのコサインを1個残してあげて、これサインを塊として置いてあげれば OK。要は、サインをね、t みたいに置いてあげると、コサイン x dx の部分が dt っていう風になるわけだから、結局、マイナス t の2乗分の1の積分と等しい。これっていうのはプラス t 分の1になるね。だからプラスサイン x 分の1プラス c と。このように求めることができるわけです。よろしいですかね。1プラスマイナスコサイン x っていうのがあった場合、このね、1マイナスプラスコサイン x を分母分子にかけて、この分母の部分をサイン2乗にしてあげると。はたまたこれが1プラスマイナスサイン x 分の1の場合も同じように、1マイナスプラスサイン x をかけて、分母をコサイン2乗 x に変換していく。こういうパターンがあるんだっていうことを押さえておいてください。で、もう一つのパターンが、これは1プラスマイナスサイン x では使えなくて、コサイン x の場合だけなんですけど、1プラスコサイン x を半角の公式を使って2コサイン2乗2分の x に変換。あるいは1マイナスコサイン x は2サイン2乗2分の x に変換と、半角の公式を使ってあげるっていうパターンもあるんですよ。これはコサイン x の場合限定ですね。1プラスコサイン x 分の1をこいつを使ってあげると、イコール、ここね、
2コサイン2乗 2x 分の1だから、まあ、2分の1出してあげると、コサイン2乗2分の x1 dx と。まあ、こんな感じで変形することができて、コサイン2乗分の1の積分はって言われたら、タンジェントですね。だから2分の1倍のタンジェント2分の x を。だけど、このタンジェント2分の x をね、微分が出てきちゃうわけ。それっていうのは2分の1が出てきちゃうわけだから、2倍して相殺。だからこの2が消えて、結局答えはタンジェント2分の x プラス c と。このように求めることができるわけです。よろしいですかね。まあ、この解き方っていうのは、ルート1プラスコサイン x だったり、まあ、このね、積分を求めさせられることもあるんですけど、この時に1プラスコサイン x を2コサイン2乗2分の x っていう風に置き換えてあげることによって、ね、2乗のルートだからルートを外すことができるんですね。まあ、この考え方も押さえておいてください。まあ、ここで1個補足。この1プラスコサイン分の1のね、積分、解き方によって2つ答え出てきてますよね。こんなことがあっていいのっていう話なんですけど、まあよくある話なんですよ。解き方によって答えが全然違う。でも実は、これをね、うまく変形してあげれば、答えが一緒になると。ね、タンジェント2分の x っていうのをうまく変形すると、マイナスタンジェント分の1足すサイン分の1になってくれるんですね。はたまた、これ全く同じじゃない場合っていうのもたまにあって、例えば解き方によって、コサイン2乗 x プラス c、あるいはマイナスサイン2乗 x プラス c になる場合があるんですよ。解き方によって2通り出てくる。で、このコサイン2乗とマイナスサイン2乗っていうのは同じものではないんですよね。でも実は、これどっちも答えになり得る場合があって、っていうのも、コサイン2乗っていうのは1マイナスサイン2乗っていう風に置き換えることができるわけですね。で、このマイナスサイン2乗と1。この1をプラス c、この積分定数の中に盛り込んで、もう一回 c って置き直せばマイナスサイン2乗足す c になるんですよ。まあこんな感じで積分のね、方法によっていろんな答えが出てくることがあるんだっていうことをしっかりと押さえておいてください。まあこれは余談。まあとにかく1プラスマイナスコサイン x。まあそんなにね、出てくることは少ないんですけど、まあこのね、2つのパターン、扱い方っていうのをしっかりと押さえておいてください。じゃあラスト。三角関数の最後のパターンが、タンジェント2分の x イコール t の置換。これって最終奥義なんですよ。まあ、ぶっちゃけね、このパターンっていうのを押さえておく必要はなくて、頭の片隅にさえ入れといてもらえれば OK。なぜかというと、まあ入試ではね、誘導付きでね、出されるからっていう感じなんですね。まあ今までのパターンに当てはめてもらえれば、必ず解けるようになってるんですけど、まあもちろん解けないものもたまにある。でもそのね、解けないたまにある問題っていうのは必ず誘導がついていて、例えばタンジェント2分の x イコール t っていう風に置いてあげると必ず解けるんですよ。このね、理屈について説明していきます。まあタンジェント2分の x イコール t って置くとなぜいいかというと、まず、サイン x、コサイン x、タンジェント x。これはすべてタンジェント2分の x を使って表せるんですね。これはね、数2の範囲なので、求め方っていうのは割愛するんですけど、サイン x っていうのは1たす t2 乗分の 2t。で、コサイン x は1プラス t2 乗分の1マイナス t2 乗。タンジェント x は1マイナス t2 乗分の 2t と。こんな感じで、タンジェント2分の x だけで全部表せるんですね。この性質は重要。で、さらに、dx と dt の関係式を考えていきたいんだけど、これをね、微分したら、コサイン2乗分の1でね。あと、この2分の x の中身の、微分2っていうのが2分の1が出てくるので、dx イコール dt っていう風になるんですけど、ここでね、コサイン2乗分の1っていうのもタンジェントを使ってね、タンジェント2分の x っていうのを使って表すことができるわけですね。1たすタンジェント2乗2分の x っていうのがコサイン2乗2分の x 分の1と。この式が成り立つので、コサイン2乗分の1っていうのは1たす t2 乗と。すなわち、この2コサイン2乗 2x 分の1っていうのが2分の1プラス t2 乗っていう風に置き換えることができるので、dx っていうのは1たす t2 乗分の 2dt と。こんな感じで置き換えることができる。
何が言いたいかというと、積分がありますよと。なんとか dx。で、ここがね、三角関数がごちゃごちゃしてたとしたら、このタンジェント2分の x イコール t っていう風に置き換えてあげることによって、サインもコサインもタンジェントも t の正式のね、分数関数で表すことができる。で、さらに、この dx の部分も1プラス t に乗分の 2dt っていう風に置き換えることができる。よって、全体として t だけの正式の分数関数に何も問題なく置き換えることができるよねと。あとはこれ計算してあげれば終わりっていう風になるんですよ。だから三角関数の問題から正式の分数関数の問題に変換することができる。このね、置換は最終奥義なんだ。で、その理屈としては、サインもコサインもタンジェントもタンジェント2分の x で表すことができるし、この dx もね、t を使って dt に変換することができるんだと。このことをしっかりと押さえておいてください。じゃあね、三角関数まとめます。三角関数の積分は、この6つをね、押さえてもらえればもう絶対解けるんですね。まず塊を探す。これは当たり前。で、整式かける三角関数や E のね、指数関数かける三角関数って言われたら、これも簡単。部分積分ですよね。じゃあ次。丸3以降は三角関数のみでね、表される関数の話なんですけど、丸3。位相が異なるものが出てきたら、どういうふうに考えるかというと、大きく分けて2つの考え方がある。異なるんだったら位相を揃えてしまえと。位相を揃えるのが一つ。だけど、より重要な考え方っていうのが積和。積の形になっているものを和の形に変形してあげてくださいねと。で次、丸4番。これがね、一番重要なんですけど、すべての位相が揃っている場合、まず注目するべきポイントが、奇数乗があるかないかでしたよね。奇数乗がある場合っていうのは、もうこれ、それを見逃さないで、ね、1個あるじゃん。だったら、1個残して、置換積分と。この1個残してっていうのがポイントだったわけですよね。奇数乗であるがゆえに、1個残ってくれる。これが逆に、この置換積分においてはすごくいいことだったっていうことですね。で、奇数乗がない場合っていうのは、これは半角の公式を使って次数下げ。または t イコールね、タンジェント x みたいな置き換えを置く場合もあったわけなんだけど、半角を使って次数下げっていうのが非常に重要だったと。このパターンしっかりと押さえておいてください。で、ここから先はね、ちょっと軽めなんですけど、1プラスマイナスコサイン x の扱い。この丸5に関しては、2つぐらいね、押さえておいてあげればよくて、1プラスマイナスコサイン x は1マイナスプラスコサイン x をかけると。これは1プラスマイナスコサイン x 分の1を積分する場合に、この考え方を使うと。あるいは、半角の公式ですよね。プラスの方は2コサイン2乗2分の x になって、マイナスの方は2サイン2乗2分の x になると。これを使うと、ルート1プラスコサイン x とかの積分ができるようになるよと。ここら辺のことを頭の片隅に入れといてもらえれば大丈夫です。で、最後、t イコールタンジェント2分の x。これは大体誘導でね、出されるんですけど、誘導で出された時にしっかりとね、答えを出せるようにしておいてください。この6つのパターン。これを押さえれば、もう三角関数の積分、怖いものはないので、必ず押さえておいてください。ということで、各論 e の x 乗 log(x), そして三角関数を含む関数の積分のパターン化がね、済んだということで、いよいよラストの特殊な積分について扱っていきます。特殊な積分大きく分けて2つあって、1つ目が積分全化式。これはね、本当にワンパターンなのでサクッとやっていきます。例えば、例題、in イコールコサイン n 乗 x を0から2分の π まで積分したとき、in を in-2 で表せと。この in を in-2 で表すっていうのが積分全化式ですね。もうこれはワンパターンなんですよ。やるのは部分積分。積分全化式の問題が出たら部分積分しないとなっていう風に、問題に合わせてね、うまく式変形してくれればいいんですね。今回のね、例題で言うと、サクッとやるとね、このコサイン n 乗の、1個だけコサインを取り出してあげると。1個だけ取り出してあげて部分積分してあげると、コサインっていうのはサイン x の微分。ね。コサインを積分するとサイン x になって、残りの部分をそのまま残してあげる。で、あとはこいつについて部分積分をしてあげると、
サイン x コサイン n-1 乗 x っていうのがここに出てきて、で、マイナス積分のサイン x、コサインを積分したもの、かける、こっちを微分したものですよね。かける n-1 のコサイン n-2 乗 x にコサイン x の微分のマイナスサイン x をかけてあげる。だからここがプラスになってサインが2乗になると。dx。で、こいつを見てあげると、ここの部分ね、2分の π 代入して0代入したものを引くと、どっちも0なのね。ここは0になって、あとはこの項について見てあげる。これコサイン n 乗っていうものを考えてあげたいわけだから、このサイン2乗を1マイナスコサイン2乗に直してあげましょう。すると、このね、n-1 っていうのは外に出すことができて、n-1 の残りの部分は1かけコサイン n-2 乗マイナスコサイン2乗かけコサイン n-2 乗の積分になるわけだから、結局 in-2 ね、in-2 引く、これかけるこれは in と。こんな感じで変形することができるから、この in を左辺に移行して n で割ってあげれば、in が n 分の n-1、in-2 と。こんな感じで答えを出すことができるわけです。こんな感じで積分全化式は部分積分をうまくね、問題に合わせて使ってあげればできるっていうことを押さえておいてください。もうこれはね、もう一つ覚えで大丈夫です。ただ一個だけね、例外があって、ほとんど入試で出てくるっていうことはないんですけど、それがタンジェントの積分の場合。タンジェント n 乗の積分だけは部分積分を使わないんですね。どういうね、ことをしてあげるかっていうと、1たすタンジェント2乗っていうのがコサイン2乗分の1。この性質をうまく使ってあげると、で、タンジェントの微分がコサイン2乗分の1っていうのを使うんですね。今回の問題で言うと、タンジェント n 乗のうちのタンジェントを2個一旦取り出してあげる。そうすると、ね、タンジェント n-2 乗っていうのが出てくるわけなんだけど、残りのタンジェント2乗を、コサイン2乗を使って、変形してあげる。だからこの1を移行してあげれば、コサイン2乗 x 分の1、マイナス1と。こういう風になりますよね。そうしたら、タンジェント n-2 乗かけコサイン2乗分の1。こっちの積分っていうのは簡単に置換積分で求めることができるんですよ。タンジェント x を塊としておいたら、コサイン2乗分の1っていうのはそれを微分したものなわけだから、dt っていうのを出すことができる。だから結局、t の n-2 乗っていうのを積分するのと一緒だから、n-1 分の 1t の n-1 乗。だからタンジェントの n-1 乗と。で、残りがマイナスタンジェント n-2 乗 x なわけだから、マイナス in-2 と。こんな感じで in と in-2 の関係式を出すことができる。こんな感じでね、一応部分積分の例外もあるんだよっていうことは押さえておいてください。これが積分全化式の話。じゃあ続いて、こっちがね、特殊な積分の本題。キングプロパティと呼ばれる次のね、式を使うもの。これね、キングプロパティとかかなり仰々しい名前がついてるんですけど、これね、ぶっちゃけ覚える必要はないです。なぜかというと、大学入試ではほぼほぼ誘導がついてるからね。このキングプロパティが題材となる問題は、大体ね、もうほぼ誘導がつくと言っても間違いないと。なので、この誘導にうまく乗れさえすれば大丈夫。じゃあそのね、キングプロパティのポイントをね、押さえていきたいんですけど、大きく分けて2つある。まず一つ目が、範囲を入れ替える置換をすると。このね、キングプロパティって、本質は置換積分なんですね。このことをまずは押さえると。で、あとは丸に困ったら足し合わせる。これは実際の問題を通して見ていきます。じゃあね、この丸1を押さえると、この公式の証明って非常に簡単なんですね。fx を a から b まで積分したもの。これが、こいつと等しくなることを示していきたいんですけど、やりたいことっていうのは、範囲を入れ替える置換積分なんですよ。何が言いたいかというと、A から B のものを B から A にひっくり返してあげる。こういう置換積分を行いましょうっていう話なんですね。だから、A が B になって、B が A になるような置換を使ってあげればいいと。これね、2つ足してあげれば常に A 足す B ですよね。だから、
x プラスラージ x イコール a プラス b みたいな置換をしてあげることによって範囲が入れ替わってくれるんですよ。x が a の時はラージ x が b、x が b の時はラージ x が a だからね。そうすると、このね、中身の部分、fx の x の部分は、a プラス b マイナスラージ x という風に置き換わるし、この dx の部分は、これラージ x を移行してあげて全微分してあげると、dx イコールマイナス d ラージ x だね。だからマイナス d ラージ x と、こういう風に変形することができて、で、あとは、このマイナスを使って、この b と a、一旦入れ替えたものをもう一回戻してあげると。それをしてあげれば終わり。ba が ab になって、で、ここの部分ね、ラージ x について積分してくださいっていう風に言われてるわけだから、それを丸々ね、別の文字に置き換えてあげてもいいですよね。だから、これをまた、スモール x に戻してあげると。これによって示すことができるわけですね。なので、このキングプロパティの本質っていうのは範囲を入れ替える、ね、そういう置換積分なんだということだけ押さえておけば、あとはね、誘導にうまく乗って臨機応変に解くことができるわけなんですね。この丸に困ったら足し合わせるは後でやります。じゃあこのキングプロパティが具体的にどういう場面で使えるかっていうことなんですけど、使える場面としてはこういったものがあるんですね。x× 複雑な三角関数。範囲はね、0から π に限らないんですけど、こういう風に x がなんか邪魔だなっていう場面。あるいは0から2分の π の sinx プラス cosx 分の sin3 乗 x みたいな、なんかね、サインとコサイン対称風だなみたいなね、対称性を感じる、なんかありそうだなっていうもの。あるいは、マイナス a から a の e の x 乗プラス1分の偶関数。このね、e の x 乗プラス1が分母に来てる場合。ね、こういうものだったり、あとはね、4つ目に関してはもう誘導がつくので、こういうね、よくわかんない謎積分、ね、謎の積分、こんなん求められるのかよ、みたいな積分が、こういうね、キングプロパティが使えたりするということを押さえておいてください。実際の問題を見ていくと、例えば、こんな積分を求めたい場合、1プラスコサイン2乗分の x サイン x。これって、この x 邪魔だなっていうふうに思いますよね。残りの分は三角関数なんだけど、x が含まれてる。かといって、部分積分ができるわけでもなさそうですね。1たすコサイン2乗分の sinx の積分っていう方が難しいから、この x を微分もね、うまくいかない。部分積分できないなということで、今回はですね、キングプロパティっていうものを使うと実はうまくいきますよと。この類型ですね。どういうふうに考えればいいかというと、これね、範囲をひっくり返してあげる。そういう置換積分をしてあげれば OK。これね、0から π の積分を π から0っていう風にひっくり返してあげる。そのためには何をするかというと、x っていうのを、π マイナスラージ x と。こういう風に置換してあげることによって範囲がひっくり返りますよね。x が0の時はラージ x が π になって、x が π の時はラージ x が0になると。そうするとどうなるかっていうと、1たすコサイン2乗 x のところは、1たすコサイン2乗の π マイナスラージ x。コサイン π マイナス x っていうのはマイナスコサイン x だから、これ2乗するとコサイン2乗ラージ x という風になるんですね。で、x の部分は π マイナスラージ x で、このサイン x の部分はサイン π マイナス x なんだけど、π マイナスラージ x っていうのは、ね、サインの場合はサインラージ x と等しいと。これはコサインとサインの変形ですね。で、dx の部分っていうのは、マイナス d ラージ x ですね。こういうふうに変換されるので、これ一回ひっくり返したわけですね。ひっくり返したものを、このマイナス、出てきたマイナスを使って、もう一回元に戻してあげましょう。こんな感じで、元の形に戻る。で、ラージ x のね、dx、スモール x にもう一回戻してあげると、こういう式が成り立つことがわかると。よろしいですかね。これが結局、キングプロパティを適用したのと全く一緒。で、このね、積分を見てあげると、こいつを i みたいに置いてあげるとね、これっていうのは、この π-x を展開してみてください。そしたら、まず π っていうのは
定数なわけだから外に出せる。0から π で1プラスコサイン2乗 x 分のサイン xdx。で、残りマイナス x の方っていうのは、マイナスを外に出すと、1プラスコサイン2乗分の x サイン x の積分。これって i そのものですよね。よろしいですかね。ここに i が出てきますよと。そうすると、このマイナス i を移行してあげると、2i イコールこいつなわけだから、i っていうのはその半分の2分の π 倍の0から π の1から、プラスコサイン2乗 x 分のサイン xdx を、こういうふうに求めることができる。これによって、この x っていうのを見事に消すことができたんですね。外にね、外に出すというか、2分の π に変形して x を追い出すことができていると。これで、この積分の中身、こいつが、サイン、コサインの三角関数のみを含む形になるわけだから、あのパターンを使っていけばいいんですよね。今回の場合、こいつを見てあげると、サインね。サインの奇数乗っていうのがあるわけだから、もう勝ちなわけですよ。コサイン x っていうのを塊として置いてあげれば、コサイン x イコール t っていう風に置いてあげたら、このサイン x dx っていうのが、dt を使って表せるんですね。コサインの微分はマイナスサインだから、ここはマイナス dt になると。で、そうしたら1プラス t2 乗分の1の積分っていうのをしてあげればよくなって、書いてあげると、ここマイナスなわけだから、マイナス2分の π。で、1プラス t2 乗分の dt。で、t の範囲はって言ったら、x の範囲が0から π なわけだから、1からマイナス1ですね。だから、このマイナスを使ってあげて、ひっくり返してあげると。そうしたら、マイナス1から1で、ここはプラスになる。で、あとは1プラス t2 乗の、分の1の積分なわけだけど、当然これは分数関数。t をタンジェント θ という風に置いてあげれば解けますよね。途中式はね、省略するんですけど、これを計算したら4分の π2 乗という風になるわけですね。こんな感じで、キングプロパティっていうのをうまく使ってあげる。本質は、ね、範囲を入れ替える置換積分なわけなんですけど、これをうまくやってあげることによって x を追い出せますよと。次の例ね。サイン x プラスコサイン x 分のサイン3乗 x dx についても、これもね、うまくキングプロパティ、置換積分を行ってあげると、こいつっていうのは0から2分の π のサイン x 足すコサイン x 分のコサイン3乗 x dx と、これと等しくなるっていうことが簡単に示せるんですね。で、さっきの場合っていうのは、これを i って置いたら、ここにマイナス i が出てきて、うまくいったじゃないですか。でも今回の場合ってサイン3乗で、こっちはコサイン3乗ということで、同じ積分っていうのは出てこないんですよ。ここでね、これが等しいことは示せたけど、だから何っていう風になってしまいがちなんですけど、そこでね、この丸に困ったら、ね、同じもの出てこないなーって困ったら足し合わせてみましょう。ね、足し合わせてみる。すなわち、これを i って置いたらこっちも i なわけなんだけど、足し合わせる 2i はって言われたら、これ、サイン足すコサイン分のサイン3乗足すコサイン3乗と。こういう風に変形することができるわけですよね。そうすると、このサイン3乗足すコサイン3乗、因数分解できますよね。サイン x プラスコサイン x でくくることができると。そしたら約分することができて、こいつね、積分値っていうのは0から2分の π の、これ、サイン x プラスコサイン x でくくると、残りの部分はサイン2乗足す、引くサイン x コサイン x 足すコサイン2乗 x と、dx っていう風になって、あとはこいつを求めていけば OK。簡単ですね。サイン2乗足すコサイン2乗は1。で、マイナス 3x コサイン x のところなんだけど、これ奇数乗に着目しただけで置換積分してあげてもいいし、はたまた 3x コサイン x を2分の1サイン 2x みたいな感じで、半角の公式使って、求めてあげても OK。いずれの場合においても簡単に求めることができて、じゃあ i はって言ったらそれを半分にしてあげればいいよねと。こういう流れですね。こんな感じで、対称性がありそうなものっていうのは、キングプロパティを使ってあげると、サイン3乗とコサイン3乗みたいな同じものではないけど、これね、丸に足し合わせることによって綺麗になると。そういった場合があるんだっていうことを押さえておいてください。じゃあラストね、この丸3の場合、
マイナス a から a の e の x 乗プラス1の分の偶関数っていうのがどうなるのかっていうことについて見ていきます。で、ここでね、キングプロパティっていうのは誘導がつくっていうふうに言ったじゃないですか。この丸3の場合っていうのは、キングプロパティでもできるんですけど、このね、範囲を入れ替える置換だけじゃなくて、誘導によっては、範囲を合わせる置換っていうのもね、出てくるっていうことを押さえておいてください。実際の問題見てみたら、なんだそんなことかってなると思うので、見ていきます。誘導としてよくあるのが、この等式を示せと。これめちゃくちゃ強烈ですよね。e の x 乗プラス1分の fx の積分を考えなきゃいけないんだけど、fx が偶関数だったら、この e の x 乗プラス1分のところを取っ払うことができちゃうよっていうね。積分の範囲がマイナス a から a だったものが0から a に変わってるっていうことには注意しておいてください。こういう誘導がつく場合が多い。で、これっていうのは、単純にね、ひっくり返してもできるんですけど、ちょっと工夫してあげましょう。マイナス a から a っていうのが0から a に変わってるなっていうことを見てあげると、何がしたいかって言ったらね、左辺をマイナス a から0と0から a に分けてあげると。そうすると、こっちのね、右側の方は0から a で揃ってるわけだけど、左側の方、マイナス a から0っていうのは揃ってないんですね。これをうまく0から a に合わせるために何をすればいいかって言ったら、これマイナス1倍すればいいですよね。x イコールマイナスラージ x って置いたとしても、マイナス a が a で0が0。だから a から0っていう風に逆にはあるんですけど、それをね、またひっくり返してあげれば0から a になると。こういう置換積分をしてあげるとどうなるかというと、a から0。で、e のマイナスラージ x 乗プラス1。で、f マイナスラージ x と。で、x を全部マイナスラージ x に置き換えてあげて、で、dx の部分がマイナス d ラージ x になりますよね。こういう風になって、このマイナスを使ってあげて、この0と a を入れ替えてあげることができる。で、しかも、今回 fx が偶関数なわけだから、f マイナスラージ x っていうのも f ラージ x と、こういう風に置き換えることができますよと。で、残りの部分書いてあげると、このようになって、このね、ラージ x をすべて x に、スモール x に書き直してあげて、これを足してあげましょう。すると、fx でくくると、残りの部分が e のマイナス x 乗プラス1分の1と e の x 乗プラス1分の1と、こういう風になるわけですね。で、今回ね、e の x 乗プラス1分のなんとかっていうね、形である理由っていうのがわかるんですけど、それが、こいつを計算してあげるとどうなるかっていうと、e のマイナス x 乗プラス1分の1の分母分子に e の x 乗をかけてみましょう。そしたら、ここが1足す e の x 乗分の e の x 乗ってなりますよね。そうすると、このね、分母 e の x 乗プラス1が揃うから分子足すと e の x 乗足す1。約分されて1になるわけ。よろしいですかね。こいつを計算してあげると1になる。だからこそ、このね、e の x 乗プラス1分のっていう場合にキングプロパティが使えるわけなんですけど、そうしたら、0から a の fx/dx に等しいということがわかるわけですね。こんな感じで、誘導によっては、うまくね、積分範囲っていうところに着目して合わせてあげると。だから、キングプロパティっていうのは積分範囲を入れ替えるっていうのがね、基本的な流れなわけなんですけど、問題によっては、このね、積分範囲を合わせていく。すなわち、いずれの場合においても、積分範囲っていうところにうまくね、着目してあげて、置換積分をしてあげることによって、解くことができるということをしっかりと押さえておいてください。この問題で言うとね、例えば e の x 乗プラス1分の x2 乗 dx っていうのは、ここから先求めることができますよね。この積分っていうのは e の x 乗プラス1の分母ね、部分を取っ払うことができて、結局0から a の x2 乗 dx を求めればいいよね。だから答え計算したら3分の 1a3 乗と。こんな感じで求めることができますよと。こういう話が出てくるわけです。こんな感じでキングプロパティ、しっかりとね、誘導に乗れるように、その時のポイントが丸1、丸2で使える場合っていうのは、こういう場合があったよねっていうことだけ、頭の片隅に入れてもらって、問題によって臨機応変に対応してもらえたらいいかなと思います。ここまでね、数3の積分の全パターン化してきたわけなんですけど、もうこのね、今までのことをしっかりとマスターしてれば、全部の問題解けるようになってるはずなんですね。
そのことを確認するために2題ほど練習問題やってみましょう。まず1問目。この積分値を求めてくださいと。これね、兄弟のね、過去問なんですね。この問題ね、ぜひ皆さん、実際に挑戦してみてほしいんですけど、考え方としては、2パターンね、アプローチ方法があるんですね。どちらでも解けるんですけど、まずこの1プラス x2 乗のルートっていうのを見てあげて、これ x イコールタンジェントシータっていう風に置きたいなって考えるのが一つ。で、もう一つが、これログですよね。ログのパターンを思い出してほしい。ログのパターンっていうのは、塊として何か置けないかっていうことを考えていく。今回ちょっと塊で置くのは難しそうだなと。じゃあ次。部分積分ですよね。ログっていうのは、もう何が何でも微分したいんですよ。ということは、もう片方がうまく積分できるのであれば、ぜひね、こいつ、ログっていうのを微分して部分積分をしてあげたいと。この x2 乗分の1の方は簡単に積分できますよね。積分してあげると、マイナス x 分の1っていう風になるんですけど、この微分かける、ログのルート1プラス x2 乗と。こういう風に見てあげることによって、部分積分をすることができる。イコール、マイナス x 分の1かけるログのルート1プラス x2 乗。で、ルート3から1。で、マイナス、この積分。で、マイナス x 分の1かける。だからここプラスにしましょう。プラス x 分の1かけるログルート1プラス x2 乗の微分ですよね。このね、ログの中にルートがあるのっていうのは、ルート外すことできますよね。1プラス x2 乗の2分の1乗で見てあげることによって2分の1を外に出すことができますね。2分の1ログ括弧1プラス x2 乗っていうのをこいつを微分してあげればいいので、かける1プラス x2 乗分の1とこの塊の微分 2x が出てくると。dx をこういうふうに変形することができて、これで 2x が約分できちゃうんですね。あとはね、ここの部分、ルート3代入して1代入して差を取ってあげる。で、あとはこっちの側は1プラス x2 乗分の1の積分。もう楽勝ですよね。x をタンジェントシータと置いてあげるパターン。これをうまくね、こっちについても計算してあげることによって、途中式は省略するんですけど、2分の1マイナス3分のルート3ログ2足す12分の π と。こんな感じで求めることができるんですね。こういうふうにね、パターンを落とし込んであげればうまく求めることができると。ちなみにこれ x イコールタンジェントシータって先に入れる場合もぜひ皆さんやってみてくださいね。x イコールタンジェントシータって置いてあげた後に、これログ結局処理しなきゃいけないから、後で部分積分すると。後で部分積分すると、綺麗に約分される項とかが出てきて、答えこれが出てくると。このね、パターンをしっかりと押さえていくと。ね、ログがあるんだったら部分積分したいな。あるいはね、1プラス x2 乗、タンジェントシータ置きたいな。みたいなね、この発想をしっかりと組み合わせてあげることによって、複雑な積分、京都大学で出るような積分についても問題なく解くことができるというわけなんですね。じゃあ続いて、最後の例題は、ルート1プラス x2 乗を0から1まで積分したこの定積分の値を求めようと。これ一見簡単そうなんですけど、かなり難しいんですよ。これ基本的にね、出る場合は誘導がつくと思います。どんな誘導がつくかというと、2パターンね、大きく分けて考えられて、このね、丸1、丸2、いずれの場合も置換積分の誘導なんですね。うまい具合に置換してあげることによってこいつを求めることができますよっていう話。ぜひね、余力がある方はこれ、理解した上で押さえておいてほしいんですけど、理解で言うとね、この丸2の方はすごくわかりやすいんじゃないかなと思います。これ双曲線関数と呼ばれるものなんですけど、この x イコール2分の e の t 乗マイナス e のマイナス t 乗っていうのをここにね、入れてあげると、これルートの中身が2分の e の t 乗プラス e のマイナス t 乗の2乗っていう形にうまくね、変形できて、ルートを外すことができるよと。こういう話があるんですけど、今回はね、この誘導なしで、今までのパターンを使っても解けるんだっていうことをしっかりとね、確認していきましょう。これ、ルート1プラス x2 乗の0から1までの積分。ね、ルート1プラス x2 乗って見たら何したいですか？はい。x イコールタンジェントシータって置きたいですよね。そうするとどうなるのかっていうと、
これ範囲っていうのは x が0から1の時は θ っていうのはこれ0から4分の π。ね、タンジェント θ が0の時は0。タンジェント θ が1の時は4分の π。で、ここのルート1プラス x 2乗の部分は、ルート1たすタンジェント2乗 θ。1たすタンジェント2乗 θ っていうのはコサイン2乗分の1ですよね。コサイン2乗分の1。なので、ルートを外すことができて、コサイン θ 分の1になると。本当はルート外したら絶対値なんだけど、θ の範囲が0から4分の π の場合は、絶対にここは正になるから、絶対値も外すことができますよと。で、dx の部分は、コサイン2乗 θ 分の 1dθ と。ね、x イコールタンジェント θ だったら dx はコサイン2乗分の 1dθ になる。ということで、あとはこの三角関数の積分をしてあげれば OK。じゃあこれ見てあげましょう。どういう形ですかね。コサイン3乗分の 1dθ。よって、これコサイン θ だけで表される。位相が揃ってる積分なわけなんだけど、注目するべきポイントは、指数にね、奇数乗があるかっていうことですね。奇数乗ありますよね。コサイン3乗分の1だから。ということで、1個残して置換積分を行ってあげると、具体的には、0から4分の π のコサイン3乗 θ 分の1っていうのを1個残してあげましょう。だからコサイン θ を1個出してあげる。そうすると、分母の部分がコサイン4乗 θ になるわけなんだけど、そいつをサインに直してあげればいいんですね。サイン直すと1マイナスサイン2乗 θ。これがコサイン2乗 θ だから、それを2乗してあげると。こうすることによって、サイン θ を塊で、t みたいに置いてあげれば、それを微分したコサイン θ が1個出てくるわけだから、ここは dt になるわけね。なので、もう一回置き直してあげると、サイン θ が t の場合、θ が0の時は t は0だね。で、θ が4分の π の時、サイン4分の π は t はルート2分の1だね。で、ここの部分っていうのが1マイナス t2 乗2乗との分の 1dt と。こんな感じで変形することができましたよと。じゃあ、ここから先何すんのって言ったら、はい、またパターンですね。分数関数のパターン。分母の部分が因数分解可能であれば、今回可能ですね。可能なので何をするかって言ったら、部分分数分解。これ 1-t2 乗の2乗っていう風になってるわけなんだけど、この 1-t2 乗も1プラス t、1-t と因数分解できますよね。だから結局1プラス t の2乗、1-t の2乗分の1っていう風に因数分解されるので、ちょっとね、ここの部分分数分解かなりめんどくさいんですけど、ここの部分が1プラス t 分のなんとかと、1プラス t の2乗分のなんとかと、1-t 分のなんとかと、1-t の2乗分のなんとかみたいな感じで、ここの部分にね、何かしらの係数が入る部分分数分解ができるわけなんですけど、これはね、ちょっと計算を省略します。計算省略すると、実は全部1になると。で、ここに4分の1をかけてあげると、綺麗にね、部分分数分解された形になるんですね。あとはね、それぞれ積分できますよね。この2つに関してはログを使えばよくて、この2つに関してはマイナス2乗って置き換えてあげれば、それはね、積分することは可能。なので、すべての項を積分することはできて、あとはルート2分の1とね、0を入れたものを差を取ってあげて、みたいな計算をしてあげれば、途中式はね、省略するんですけど、2分の1倍のルート2プラスログの1プラスルート2と。こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じで今までね、押さえてきたパターンっていうのをうまく使ってあげれば、こういう誘導なかったとしても、x イコールタンジェント θ って置きたくなるな。コサインのね、関数ってことは、3乗、奇数乗ってことは1個残すパターンかと。では、これ分数関数だ。これ分母がね、因数分解できるんだから部分分数分解すればいいよなと。もうこのね、パターンの連続で全部解くことができるんですね。今回のね、例題1と例題2、どちらもパターンを使って解くことができたんですけど、もうぶっちゃけ本当に全部のね、大学入試で出る積分であれば、すべてね、今まで押さえてきたパターンを使えば必ず解けるので、ぜひね、皆さんしっかりと復習して、忘れた頃にね、また動画を見直してみたり、そのね、動画何周かしてもらうことによって、必ずもうすべての問題解けるようになるので、しっかりとね、マスターしてもらえたら、
僕もね、この動画作った回あるなっていうふうに思います。今後もね、受験生が苦手としてるであろう単元だったりっていうのを、うまくね、パターン化していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。